では6時になりましたので、カレンによるグループコンサルティングをですね、早速始めさせていただきたいと思います。では、いつものですね、注意事項をお伝えしたいと思います。今日はですね、皆さん、カレンが名前を呼ぶために、ぜひお名前をアルファベットに変えてください。そして、顔出しもね、いつものようにしていただきたいと思います。録音録画は現金となっておりますので、またこちらもですね、30日間の期間限定で、動画の配信ご覧いただけますので、どうぞご安心ください。途中でのご入退場ですね、OK なんですけども、やっぱりせっかくの機会ですから、できるだけフルでですね、2時間ご参加いただければと思います。そしてお話になるとき以外は、ぜひミュートでお願いいたします。ではですね、今日の、通訳はですね、おなじみ岸原さんでございます。早速ですね、もうね、岸原さんにバトンパスしたいと思います。岸原さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、皆さん、今日もですね、参加してくださってありがとうございます。早速ですね、今日のマスターマインドのカレンのですね、グループコンサルの方を始めさせていただければと思うんですけれども、今日ですね、本当に多くの方が参加していらっしゃってですね、で、参加されてない方の質問にもですね、最後カレンの方でお答えしていただければと思ってますので、1人当たりがですね、大体、8分ぐらいになる予定なんですね。で、っていうところですので、時間の方をですね、事務局のスタッフの方に測っていただく予定になってます。なので、お名前をですね、じゃあ次、〇〇さんですねって言わせていただいてから、その時間を測らせていただきますので、で、ちょっと残り数分とかってなったらですね、カレンだったり、自分だったり、参加者の皆さん見えるように、それを画面で共有させていただきますので、お願いできればと思います。っていうところとですね、今日いただいている質問で、これはどうしたらいいですかっていうような形で、割と一つの質問でいただいているっていう方もいらっしゃれば、これとこれとこれとこれが聞きたいですっていう形で、複数の質問をいただいているっていう方もいらっしゃるんですね。で、時間の関係上ですね、例えばその複数の質問っていうところで全部お答えできない可能性っていうのは出てくると思います。ですので、ちょっとですね、その次の方っていうところで、その方が割と質問がちょっといくつか複数ある場合には、〇〇さんどちらの質問を一番優先的にお答えしてほしいですかってお聞きしますので、そちらの方をお答えいただければと思うんですね。で、そちらの方から優先的にお答えできればと思います。時間の許す限りお答えできればと思いますので、よろしくお願いいたします。で、そうですね、本当に、これちょっと石川さんもよく言うことだと思うんですけれども、皆さんぜひ、他の方の質問の時もですね、まさに自分のビジネスにもどう活かせるかなだったり、そういったように聞いていただけると、皆さんの学びも本当に深めることができるんじゃないかなと思いますので、そういった形でですね、できればと思いますので、よろしくお願いいたします。Alrighty, Karen. Hello. Konnichiwa. Konnichiwa. Hello. All right. So I think you might have heard, but so we've got, so we have, quite a few people here today, and we have, yeah, several questions today. And so Okay. we actually have like 8 minutes each. Okay. And so we like to be, as much as possible, like quickly and, simply if possible. And also we have kind of like, for some people, they have, several questions. And so I'm going to ask them like, what their, like prioritizes and maybe you can like answer. And if we have like, several questions, and if they're kind of like, simple or like, easy to answer for you, you can maybe say like, yes or no, and why is that? Why is this? And kind of thing, and kind of go through and, answer as many as questions as possible. Does that sound good? Psycho Disney. 最高ですね。ありがとうございます。Alrighty, so let's get started and Are go you going to be ahead. timekeeper? Is there somebody who'll tell me when 8 minutes is finished? Yes, so we have Okay. Kendricks here, and so he's going to share Oh, his screen and hey, Kendricks. Woohoo. right, right, right. All Alrighty, right. so let's dive in. で Yeah, はで let's す。do it. Yes. ではですね、今からちょっと質問の方を出させていただきますので、こちらの方ですね。で、お答えしていきたいと思いますけど、まず一番最初がですね、ちょっと今この場にいらっしゃらない方もいらっしゃるかもしれないと思うんですけど、なるべくですね、順番通りにいければと思っております。ちょっとお待ちくださいね。はい。はい。ではですね、最初に、内山さん。内山さん。内山さん今いらっしゃらないですかね。いらっしゃらないですかね。
そうしましたら、ちょっと内山さん飛ばさせていただきまして、ちょっとまた後ほど参加されましたら、戻らさせていただきます。では次に、寺本さんですね。寺本さん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 、いらっしゃいませ。ありがとうございます。はい。では寺本さんのですね、ご質問をお答えさせていただきたいと思うんですけれども、寺本さん、ちょっとミュート解除していただいて構いませんので、どちらの質問からですね、まず最初に彼に聞ければという思われてますか？えーっと、あ、ですね、この中ですと、そのクライアントに問診票というか、質問を書いていただいて、それを、話すときに、実際、僕もこうやってみようと思ったんですけども、相手とこちらが同時に見ながらってすごく難しいなと思ったんですよね。で、それで実際具体的にどういう、その画面共有するにしても、その、スキャンして取り込んでそれをやっているのか、それともなんか他の方法でやられているのかとか、教えていただけたら嬉しいなと思います。ですね。わかりました。ありがとうございます。Alrighty, Karen. So my name is Hitoshi. So nice to meet you. So my biggest, question is, I want to know how to kind of share my screen with my clients. When I'm doing health coaching, especially when I'm, maybe like going through the questionnaire. I've tried, but it was kind of hard for me and for my clients as well. To see for me or like for clients. And so I want to know how you share, your screen with your clients. Yeah, you want me to start at that one? I think I can get through all these in 8 minutes, but in terms of how to share your screen, I use Zoom, just like Kendrick shared his screen then. I literally just use Zoom like this. So there's a share screen button at the bottom, and I share the screen with the questionnaire up with all their answers in there, and I just scroll down and go through it with them. Yeah. そうですね。多分今、お分かりいただけたかもしれないと思うんですけども、今はまさにこうやってやってる感じで、ズームを行って使ってるんですよね。で今、事務局のスタッフの方が、今こういった形で、質問っていうのをこう共有してくださってたと思うんですけど、まさに同じ形で、下の方にズームの方に共有ボタンっていうのがあると思うんですけれども、そちらでやるとやっぱり共有っていうのはできるんですけれども、そこで、例えば1、2、3、4、5個とか、いくつか、問診票とかいっぱい項目出てくると思うんですけど、そこはやっぱりその1つ、2つ下っていう感じでスクロールしながら、クライアントさんと進めていくっていう感じでやっているっていうところですね。なるほど。やっぱり紙媒体だとスキャンして全部それをこう流すように使うっていう感じですね。で、多分紙じゃない、今回思ったのは紙じゃない方がいいんだなっていうのを、その方がいろいろ操作しやすかったので。なるほどですね。ありがとうございます。はい。Yeah, Karen, for you, do you use kind of scanned data for, when you're going through the questionnaire or maybe Excel sheet or spreadsheet or something for, a user experience wise, which is easier for you and your clients to use? To go through the questionnaire answers? I to use the actual questionnaire. I scanned, the paper, right? So I printed and scanned. And so I used that, when I was sharing my screen, but it was kind of kind of hard for me and for my clients to kind of go through, scroll it down, for user experience wise. And so I was wondering if you were using Excel sheet or spreadsheet or scanned data or. No, literally only the form. I never used a spreadsheet or anything to do the data. But to be honest, sometimes it would depend. Sometimes if it felt helpful to have the form there, but otherwise I would just have my face to the person, right? And then just have the data either up on the screen if it was all virtual, or if it was a hard copy, I'd have it next to me, because they don't actually need to see it at the same time, because you actually don't have to go through all of it. What you want to do in that health history session is go through some of the key bits, if they've got a section that they've got no problem, you can say, oh, great, looks like this whole section has no problem. Move on to the next section. You don't have to talk through as much each section. So
if it's hard to share your screen, to be honest, one of the biggest things you want to do in that is make a connection with the person. So the more they can see your face and you can look them in the eye and like talk to them and then like go through their data, you can totally do it just like that. OK。そうですね。私の場合、なんかこう、紙のものをスキャンして使うとか、もしくは例えば Excel シートとか、スプレッドシートとかで、使ったりするかなっていうところもですね、ちょっと聞いてみたんですけど、私の場合、大体その紙のスキャンしたものっていうのをスクリーンで共有してっていうところなんですよね。で、そうなんですけれども、一つのポイントとして、問診票とかをこうやっていくときに、あまりそこに、すごい全ての質問に答えきろうっていうところはあまりこだわってないっていうところなんですよね。例えば、毒素だとか、重金属とか、いろいろな問題あると思うんですけど、病歴だとか、そこの、やっぱりいくつかのキーポイント、すごい大切なポイントってあると思うんですよね。そこのところを、やっぱり問診票の紙の媒体を、例えばパソコンとかのスクリーンの横に私は準備しておいて、例えばクライアントさんに横に紙の媒体で準備していただくっていうこともできるかもしれませんけど、でそこで、やっぱりキーポイントとなるところっていうのはちょっと深掘りしてやるとか、もしくはスクリーンをシェアしてやるっていうのは力を入れてるんですよね。ただ、どっちかというと、問診票の段階でも、そんなに共有とかをしすぎるよりは、やっぱり相手の顔がよく見えるように、目と目をよく見てですね、その方がやっぱりいい関係っていうのを作れてっていうのがあったので、そういった感じなんですよね。やっぱりセクションごとによっては、なんか本当にオールグリーンというか、もう本当に全部大体いいよねっていうセクションとかもあると思うんですよね。そういった場合、割とパッパッパって進めて、そこにそんなにすごい時間をかけすぎないようにしてるっていうのは私の気をつけているところの一つですね。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね。次に聞きたいなっていうところありますか？これももう一つ聞いていきたいよっていうところとかですね。そう、この質問を書いてたときが、ちょっと全然ですね、今とちょっと状況が違う感じなので、すごい、あれなんですけど、ただ、ちょっと僕も海外とかよく、こう、移動してた時期があって、で、そういう時に、やっぱそこで体調管理ってすごい大変だと思うんですけれども、その時に何か、こういうものは必ず持っていくなとか、そういうサプリメントであったりとか、なんか、ケアするものというものがあったら教えていただけると嬉しいです。なるほどです。わかりました。ありがとうございます。So Karen, so my second question is, so when you travel the world, Yes. which is kind of hard for me, hard for you right now, but when you travel, what kind of supplements or things are you to bring with, supplements or whatever, if you have some, I like to know. Yeah. In terms of all my stuff or just supplements? I mean, in terms of supplements, when I traveled, a lot of the time what I would do is base myself somewhere and then travel from there. Like I kind of based myself in Chiang Mai in Thailand, and I did Asia, and then I based myself in Poland and did Europe. So in the beginning, I moved around a lot and I didn't carry many supplements. I usually have a multivitamin, some sort of turmeric, curcumin supplement, a fish oil, and they tend to be kind of my three staples. Nowadays, with everything that's going on, I'd probably add vitamin C, vitamin D, and zinc to those. But I just had my basics, and I didn't really have too much. And then when I got stationed at a place, I'd have more things. I'd have some protein powders. I'd have some stuff because I had a base. But when I just traveled, I kind of just had 3 or 4 of my essentials, and that was all. Yeah, because I just owned one suitcase. I sold my house. Like I literally had one suitcase and one backpack, and that was all. Cool. ありがとうございます。そうですね。大体サプリっていうところで言っても、大体3つか4つとかっていうところなんですよね。私がなんか最初にヘルスコーチとかですごい旅行とかをし始めたっていう時は、結構オーストラリアの近場のところっていうところが多かったので、そんなにすごいいっぱいのサプリとかって持ってかなかったんですけど、時間が経つにつれてもうちょっと自分の住んでるところから遠めのところとかに行き始めてからは、例えばよく気をつけてるのはマルチビタミンですとか、あとは、ターメリック、ウコンですよね。あとクルクミン、そのあたりっていうのはよく取るようにっていうのを気をつけてたんですよね。そういったものは持っていっていました。あとフィッシュオイル。この3つっていうのはよく持っていったかなと思うんですよね。で、もうちょっとですね、してから亜鉛だったり、もしくはあとビタミン D のサプリメントっていうのをやっぱり旅行するときには持っていくっていうのをし始めたんですよね。で、やっぱり結構自分の住んでるところに近いところで旅行するっていうときには、プロテインパウダーとかそういったものを持っていったりとかっていうのもしていましたけれども、
大体3つか4つぐらいとかのプロテイン、サプリメントとかだと思うんですよね。大体私、1つのバックパックと1つのスーツケースしか持ってなくて、それで旅行するっていう感じなので、大体そんな感じかなというところですね。ありがとうございます。どうとしまして。ありがとうございます。はい。ではですね、ありがとうございます。次の方のですね、質問に移りたいと思うんですけれども、次がですね、三浦和子さんですかね。三浦和子さん。ちょっともしかしたら三浦さんいらっしゃってますかね。皆さんいらっしゃってますね。ありがとうございます。はい。では皆さんのですね、ちょっとご質問にお答えしたいと思うんですけれども、三浦さんのご質問はですね、時間がうまく使えていないので、日常の時間を効率よく使うために必要なことや方法を知りたいです。よろしくお願いいたします。Alrighty, Karen. So next question with Kazuko. Hi, Kazuko. So this is a question about time, hey? Know what to do? Yes, big problem. I wish I could create more time myself, but I do have some tips to share with you. Cool. そうですね。時間がうまく使えてないので、その日常の時間効率よい、どういうふうにしたらいいですかっていうのはすごい大きな問題だと思うんですよね。で、ちょっと私の方でですね、いいアドバイスになるかなと思うところをいくつかご紹介したいと思います。One of the things that really changed my thinking about time management was to focus on managing your energy rather than your time. Like if you have so much energy, like you really can, it's the only way we can kind of create time, because a lot of the time, I know for me, let's say it gets to the evening and I'm just not productive. I can't do anything anymore. I'm too tired, right? If I had energy for another couple of hours, I could get so much more done. So that's the first thing. And go back to some of the stuff that we teach about boosting energy to see how you can get more energy to create more time. そうですね。まず一つ目なんですけども、それはですね、エネルギー、ごめんなさい、時間がやっぱないよ、時間がちょっと難しいよっていうところで、どうやって時間管理とかうまくできるかなっていうところを考えるっていうところがあると思うんですけれども、私にとって、すごい一番ですね、役に立ったことの一つはですね、実は時間がないからどういうふうにうまく時間を管理できるかなっていうふうに考えるよりも、どうやって時間のマネジメントとかができるかって考えるよりも、実はエネルギーを高めようっていうことの方が、もっとうまく時間を作るっていうことに、役に立つなっていうことが分かったんですね。っていうのは、私もですね、例えばその夕方とか夜になるにつれて、どんどん私の生産性というのは下がってくるわけですよね。夜とか夕方とかにちょっと仕事やりたいなとか、もっと時間うまく使えないかなって考えてもですね、なかなか難しいというところがありますので、そう考えたときにはですね、じゃあやっぱり生産性を高めるにはどうしたらいいのかと。生産性がやっぱ高いときの方が、やっぱりその時間が短くても多くの仕事とか、いろんなことがタスクとかできるっていうところがあるわけですよね。なので、まずは、どうやって時間管理ができるかっていう考える以上に、どうやって自分のエネルギー力を高めていくことができるかというところ、これを考えるっていうのはすごい効果的なんじゃないかなと思っています。で、VH の本講座の中で私たちがお伝えしているような内容も、エネルギー力を高めるためにこといろいろ伝えてますので、そちらの方も参考になると思うんですね。Okay, number 2. So I've got 4 tips. Number 2 is to batch your tasks. So rather than try to do everything every day, batch your tasks. So if you're doing content creation, do that on Mondays for 2 hours. If you've got client calls, see if you can put them all to Tuesdays and Thursdays. If you batch tasks, you can get more done in less time. そうですね。そして、もう一つはですね、ちょっと実はその4つのアドバイスというところでお伝えしたいと思うんですね。先ほどのそのエネルギーっていうのは1つ目のアドバイスの1つなんですけれども、2つ目はですね、実はですね、なるべくそのタスクとかをですね、その小刻みにまとめて行うっていうところをですね、お伝えしたいと思うんですよね。っていうのは、いろんなタスクとかいろんなトゥドゥーリストとかやるべきことっていっぱいあると思うんですよね。それらのことを、例えばその毎日全部行わなきゃっていうことっていうのは非常に難しいというところがあるわけですね。となるとですね、どういったことが効果的かというと、このやるべき項目とかっていうのを、一括りにまとめて分けるんですよね。で、それを、例えばその曜日ごとだとか、この日のこの数時間内でこれを行おうという形で、時間枠に区切って決めるということをするわけですよね。例えば、コンテンツ作成、コンテンツをちょっと今日は作りたいんだよねっていう日がだとしますよね。そうしたらそれはじゃあ、月曜日のこの2時間だけ、3時間だけにおいてこれをやろう。
っていうところは一つの例かもしれないですし、もしくは今日はちょっとクライアントさんと連絡をちょっとする必要があったなだとか、クライアントさんとのそのやり取りがあったなっていうところだったら、木曜日にそれを行おうっていう形で、毎日毎日全部のことをやろうということは結構難しいんですよね。時間の効率的っていうのを考えるとですね。なのでおすすめなのは、一つ一つのやるべきことをまとめて、曜日ごとだったり、その時間ごとの枠でまとめて、この時間枠でやろうということを考えるということになります。Okay, number 3. Sounds like a bit of a pain to do, but it's actually so helpful, is to spend, if you can do this for a week, it's even better, but at least a day, write down everything you do in the day, like everything, like every 2 minutes, like went to the kitchen to get a tea again, like what do you do all day? And then it gives you a really good idea of where you're actually wasting time or what tasks you might be able to give to somebody else to do for you. So a lot of the time we are, even though I've done this before, every few months I do it again because it's amazing what creeps in and it's so hard to be aware of where you spend your time. So detailing where you spend your time, having a real good look at it and see what are my income producing activities. Like what should I be spending my time on? Am I doing busy work that's not producing income or am I doing proper income producing activities through my day? Wow, cool. そうですね。ありがとうございます。3番目のですね、アドバイスなんですけども、それは実はですね、ちょっとですね、やるのは難しく聞こえるかもしれないんですけども、すごい力強いアドバイスの一つだと思うんですね。これはですね、1週間に1回できればいいと思います。1週間に1回できればいいと思うんですね。できると、1日に1回、毎日できるといいんですけれども、結構それは大変になるかもしれないので、1日に1回、ごめんなさい、1週間に1回でもできるといいと思うんですね。これ何をやるかというと、あなたのその1週間だったり、1日のスケジュールだったり、何をしてるかっていうことを実際に書き出してみるということをするわけなんですね。これ何をするかというと、例えばその1日の中でもしくは1週間の中で私はどういったことをしているかなっていうところだったりっていうのを書き出すんですけれども、それと同様に私は日々どういったことに時間を費やしているのかな、もしくはどういったことに時間を浪費してしまっているかなっていうことも書き出すわけですよね。例えばその携帯でそのネットを見てるとかそういうことも含まれるかもしれませんけれども、もちろん仕事をしている内容だったり食事だったりいろんなことを書き出すということをしてみるわけですね。でそれをやったときにですね、私はどんなところで実は時間を無駄にしてしまっているのかだったり、そういったところがですね、いわゆるその可視化できるんですよね。視覚化するっていうことができますので、そうなった時にですね、本当にその騙されたと思ってやっていただけるとすごいいいかなと思うんですけれども、例えばこれ1週間に1回だとか、1ヶ月に1回ってやってみるとですね、こんなことに時間を無駄に使っていたのかだったり、本当にびっくりするようなことっていっぱいあると思うんですよね。そういったことをしていただいて、じゃあこれは時間が生産的じゃないから、これはじゃあ削るための工夫をしようだとか、そういったような対策っていうのは練れると思うんですね。で、もう一つはですね、私がその仕事に関してのところでやっている活動、こういったところでどれが私の収入につながる、ようなタスクなのか、もしくは、こういったタスクっていうのは私の収入がアップにつながってないタスクなのか、そういったところも、書き出していったときに見ていただきたいと思うんですよね。そうなったときには、私の収入を上げるためのタスクっていうのはもちろん力を入れたらいいと思いますし、収入アップにならないような、ある意味ちょっと無駄になってるんじゃないかなっていうタスク、あまり力を入れないっていうことも、そういう一つの、その方向性の指針につながると思うんですね。で、もう一つがですね、そういったそのタスクとかを書き出したときに、私はどういったそのタスクを省けるかなっていうところと同様に、このタスクは誰か人に、いわゆるそのアルバイトだったり、外注とかいろいろあると思うんですけれども、他の人に任せられることはないかな。そういったことも考えていただくといいんですよね。でそういったことをしていただくときに、時間の効率っていうところでより効果的になるんじゃないかなっていうのは3つ目のアドバイスになります。Okay, number 4 is a more simple one. Just plan the day before. I really find that helps me. When I procrastinate the most, it's when I'm not clear about what I'm doing. When I've got too many things and I'm like, which one should I do? I procrastinate. So if I'm clear the day before, this is what I'm going to start. These are my top 3 priorities for the next day. And I start with those. I get so much more done. My day goes much smoother. そうですね。そして4番目の最後のそのアドバイスをお伝えしたいと思うんですけれども、これはですね、実は、その翌日のためのプラン、計画を、その日の前にするっていうことなんですよね。なので、明日のプランニング計画を、今日するというところが4番目のアドバイスになります。で、これはですね、本当に私いつもやっていてそうなんですけれども、私がですね、ある意味、そういったことをやらないとか、どっちのタスクの方が大事かなっていうところを、ある意味、
考えるのがめんどくさいなだとか、そういったところでそれをスキップしちゃう、やらないっていう時の方が、やっぱり翌日の仕事の生産性とかってやっぱり低くなっちゃうっていうところがやっぱりあるんですよね。で逆に私が明日のために、明日の計画を書き出そう。明日の計画はどういった計画活動をしようかなっていうところを、こうやっぱり明確化するときにはですね、私の仕事の生産性っていうのは高いんですよね。明日の仕事いくつかやるタスク、やった方がいいタスクあるけれども、その中のトップ3、一番上のトップの3のプライオリティ、優先順位は何だろうかということをこう書き出すんですよね。でそれで決めて、やっぱそこを決めてタスクだったり、活動だったり仕事をするときに、私の仕事の生産性っていうのはすごい高まるっていうところがありますので、これが4つ目のアドバイスになります。Hopefully that helps. そうですね。今お伝えしたいことがですね、ぜひ三浦さんのですね、お役に立てればというふうに思っています。はい、ありがとうございます。すごく助かります。やってみます。Thank you so much, Karen. That helps a Yeah, lot. of course. ありがとうございます。Cool. So let's let's move on to the next person here. Yeah, we So- might need an order for that one. Do you think? Because it might take us a little bit. Yes. So we have Hiromi-san. It might be for her clients or something, but I'd like to ask her, what her best prioritized question is. Like, see if it's Real already quick. in priorities, whether we can start at 1 and just go down. Right, cool. Okay. はい。ではですね、次の質問でですね、伊藤ひろみさん、お質問の方に移らせていただければと思うんですけれども、1から5の質問をお伺いしてるんですけれども、これ、なんていうんですか、1番目、2番目、3番目という形で、はい。これが聞きたいという感じで、まず、おっしゃっていただいてもよろしいですか？はい。一番目はちょっと友人の話なんですけれども、この方、友人ではあるんですが、いつか VHC で、クライアントになっていただきたいなっていう女性の方なんですが、夫がちょっと脇がの方で、夫婦なのに、ちょっと脇が問題で悩んでいらっしゃるということを会うたびにちょっと聞くもので、ご自身のことっていうよりも、その夫のそういった部分を解消してあげることで、ちょっと興味が引けるし、それが解消されたらとてもまた、夫婦として仲良くやっていけるのかなということで、ちょっと心配してまして、それで聞きたいというのが1番です。で、2番から5番は、実は自分の話でして、人間ドックを受けたときにですね、今年非常に、年々ちょっと悪くなっているような状態で、今年は白血球が、基準値よりちょっと低かったと。基準値と最低よりちょっと低かった。で、精密検査を受けなさいって言われたと。で、3番目、4番目、5番目は肝臓であったり、膵臓、腎臓あたりになるんでしょうかね。ちょっと数値がやっぱり低かったりっていうことで、いろいろ指摘があって、経過観察にはなってるんですけれども、時々やっぱりこういうことを、各年に指摘されることがあって、ただよく従来の対応ではっていう話が出てきますけど、悪かったからといって何をせよっていうのはないわけですよ、健康診。で、困っちゃっていて、自分なりにはいろいろネットでも見たりするんですけども、ちょっとまた VHC で自分の体を治すことで人にも伝えられたらなということで聞きたいなと思っています。よろしくお願いします。わかりました。ありがとうございます。1番がご友人のところで、2から5番、ご自身っていうところだと思うんですけど。そうですね。はい。一番優先順位的なところで言うと、どこが一番これ聞きたいなってありますか？そうですね。1番と2番かな。ですね。1番と2番が一番先に聞くですね。わかりました。ありがとうございます。はい。Alright, so Karen, so the first one is about my friend's husband. And so she might be interested in VHC, so she might join in the future or whatever. But her husband, so he has, kind of like, a smelling odor. And so every time I, see her, she kind of, brings that up. And so maybe like if there's something that like we can help her with or, her husband with, that'd be great. And also the second one, that's what I want to know the most as well as the number one. So the from the question 2 to 5
is about me. And so I had kind of like in a full, test for my body. And so these, 2 to 5 are like, found from the test. And so I like to know, the further time wise, I know like, time is, limited, but I want to know that number 1 and also number 2. 2 is about my health. Okay, awesome. All right, well, let's start with number 1 then. I mean, there are a couple of things you can do that I'm sure he is doing. One, I mean, make sure that he's obviously like washing every day, and just when he does shower, you really want to make sure that you dry really well. Don't stay wet after you've dried. Pretty much body odor is the mix between your bacteria on your skin and your sweat. And it can be caused by a couple of different things, hormones, genetics, and that mix. Okay. そうですね。まずですね、1番目のその脇がっていうところに関してなんですけれども、そのご友人のですね、ご主人がですね、多分毎日されていることだと思うんですけれども、毎日その、シャワーを浴びるということっていうのをまずやっていただけるといいと思うんですよね。で、この一つのポイントがシャワーを浴びていただいた後で、それを、濡れたままの状態にしていくっていうのはあまりお勧めできないんですね。シャワーをされて、でやっぱりその体をそのタオルとかでちゃんと拭いていただくっていうところが一つ大切になってくるというところがあります。っていうのが、大体そういったその脇がだったり、その体臭っていうところの原因っていうのはいくつかあるんですけれども、大体がその体のそのバクテリアだったり、その汗っていうのはその混ざったものになるんですよね。であとは他にもいくつかの要因があるんですけれども、ホルモンだったり、あとはその遺伝子的な要素っていうところで、そういったものはいくつかの要因が組み合わさって、その匂いだったり、そういった異臭っていうのが出てきているっていう原因が考えられます。Two things you might not think of. One is what you eat can cause increase in body odor. So stick to kind of the healthy type foods we talk about, get rid of sugar and those types of, the like artificial, those foods, processed foods versus organic healthy foods. And the other thing is that, like if people are stressed, like pretty much you sweat if you're like working out or if you're stressed. So one is caused by hormones, one's caused by like the heat, and the hormonal one, so caused by stress, actually smells more. So any of the stuff we talk about in BHC to do with stress can also help body odor. So stress and food are 2 things that you might not think of that help body odor. ありがとうございます。そうですね。そして2番目にですね、このご友人のご主人のために考えていただきたいのが、彼がですね、どういった食べ物を普段から口にされているか、食事を取られているかっていうところが大切になってくるんですよね。で、やっぱり私たちが分かっているように、なるべくその健康的な食事をやっぱりその食べられるっていうのはすごい大事なんですよね。で、普段そのご主人がですね、例えばある意味、その、例えばその人工的な、なんていうんですか、加工食品だったりだとか、人工甘味料だったりとか、人工、着色料だったり、いろいろあると思うんですよね。そういったものっていうのはやっぱりその体臭だったり、そういったその体の匂いの変化っていうところに関係してきますので、なるべく良質なもの、ヘルシーなもの、私たちが VH の中でお伝えしているものを、食べることができると、それ一つおすすめですね。で、もう一つがですね、ストレスっていうところになります。で、これはですね、例えばそのストレスがすごい抱えている状態で、例えば運動とかをして汗をかいたりすると、そうやっぱその匂いとかに関しては、ストレスを抱えている人の方が、匂いがちょっと悪くなるっていうことが分かっているわけなんですよね。なので、このご主人の方に関してもですね、どうやってそのストレス、で、あとそのホルモンということも関わってきますので、異臭というところに関してはですね。なので、このご主人に関しては、どうやってこの方がストレスというものをなるべく緩和させることができるかだったりだとか、そういったところで私たちが VH でお伝えしているようなストレスをですね、下げさせるようなことっていうものをお伝えできるといいかなというところがあります。Okay, so so the next one with white blood cells. So the first thing, I mean, if all those other symptoms of her, like liver and kidney and the white blood cells, are all together, are they? Ken? Yes. Yeah. Okay. Yeah. So especially like, okay, the white blood cells is going to be caused by something. So you'd probably want to do some tests to see whether or not you've had some sort of infection. Do you have an autoimmune condition? Are you really anemic? Is there any other condition or medications that might be causing it? So you'd probably want to start by doing a few extra tests, especially kind of about those autoimmune, about any viruses, Epstein-Barr, things like that, to see whether or not we could get a little bit more about what might be causing it.
うん、そうですね。そしてですね、2番目のですね、伊藤さん自身のことについてお伝えできればと思うんですけど、例えばその白血球の減少だったり、肝機能だったり、そのコリンエステラーゼ値だったり、そのあたり全部そうだと思うんですけれども、その人間ドックを受けられたというところだったと思うんですけども、例えばその他の部分に関して、もうちょっとここの、例えばその腎臓だったり肝臓というところの的確な検査っていうのがもし受けられるところがあれば、そこもちょっと受けてみて、何が原因とかっていうのを見てみるっていうのを一つお勧めかなと思うんですね。で、実はですね、この白血球の低下とかっていうのはいくつかのやっぱり原因っていうのがあるんですけれども、一つは何かしらのその感染症だったり、そういったものが可能性になっている可能性があります。で、他にはですね、何かしらの自己免疫疾患系の症状だったり、それが原因でそういったふうになっている可能性っていうのもあります。でもしくはですね、ちょっと貧血だったり、その貧血気味っていうところでそういったものが巻き起こされている可能性っていうのもあるわけなんですね。なので、まずそういったところで、人間ドックの他の何かしらの精密的な、それに特化した検査とかも受けた時とかに、さらに何かしらの原因が分かって、そこにピンポイントに狙いを定められるかもしれないっていうのが一つあります。Just really quickly, immune boosting foods. Look at what we talk about: sleep, stress, and I'm going to put some supplements in the thing that we can send her that might be good. Oh, sorry. So immune boosting foods, sleep, and stress. I'm going to send her in this. I'm going to send you some supplements she can try. OK, cool. ありがとうございます。そうですね。ちょっと時間の関係で次に移らないとっていうところなんですけど、ちょっと短めに、免疫力をその高めるための食事だったり、サプリメントっていうところで、私たちが VH をお伝えしているようなところっていうのを、特に免疫力を高めるところっていうところで、伊藤さんに関して見ていただけるといいかなと思うんですね。でそういったところで食事だったり、そういったところをやってみるとすごいいいかなと思います。で、サプリメントも同様にですね。で、ちょっと今ですね、私、カレンがですね、ちょっとこのコメント欄、チャット欄の方に、その睡眠と、あとはそのストレスっていうところにちょっとお勧めかなって、伊藤さんのためにですね、お勧めになるかなって思うサプリメントのリンクの方をですね、貼らせていただきますので、そちらの方もですね、試していただけるといいかなと思いますので、やっていただけるといいかなと思います。ありがとうございます。Thank you. どうしました。So Karen, so you're sharing the link of supplements or whatever here, right? I was going to put it in the spreadsheet, but I can put it wherever you want. Do you want me to put it in the chat? Oh, okay. Yeah, I think that might work. In English is okay? It's a link of supplements or something, right? Oh no, I'm just like writing them out. I just had a look before I wrote out some for her. That's all. Yeah, maybe like you can just put it on the spreadsheet, and then maybe we can like do something later. Yeah, ありがとうございます。Cool. Cool. ではですね、ありがとうございます。次の方にですね、移らせていただければと思うんですけれども、次がですね、八木のりこさんですね。八木のりこさんですね。八木さんいらっしゃいますね。ありがとうございます。お願いします。はい、よろしくお願いします。ではですね、自分が何者なのか、何ができるのかをどうやって未来のクライアントに知ってもらえばいいのか。はい、こちらの方をですね、答えていただければと思います。Alright, Karen, so next question. Yes. Well, the more that you create content, the more you get out there and talk to people, the more you, I guess, keep, don't hide behind your computer, I guess, go out and talk to people, the more they're going to be able to get to know who you are and what you can do for them. The other piece for that, though, is you need to be clear on that. So do you know your niche? Do you know who you like to help? Do you know why you like to help them? Do you have a powerful story that you can share with people as to why you feel really passionate about working, with women with diabetes or work with mothers who are stressed out? Like if you can really articulate who you work with and why you work with them, why you feel so excited about working with these people, that can really help. そうですね。これもすごいとても大切なご質問だと思うんですよね。で、まずですね、その2つあると思うんですけれども、1つ目っていうのは、まずですね、例えば、より多くのご自身のですね、ビジネスに関する何かしらのコンテンツとかっていうものをより多く作ることができればできるほど、もしくは、より多くの人にですね、よりこういったそのヘルスコーチングのことを伝えることができればできるほど、もしくはより多くこういった活動をすることができればできるほどですね、それに従って、
自分はやっぱ何者なのかだったり、自分は本当は何をしたいのかだったり、自分がどんな人のサポートをしたいのかっていうことは、やっぱりその時間にかけて、例えばコンテンツの作成に関わったり、もしくはそういったいろんな人と話すことによって、いろんな活動をし続けるにつれて、やっぱり分かってくるっていうところは一つあるんですよね。あ、自分はこういう人好きじゃないかとか、自分こういったサポートできたらいいなっていうのが、やっぱり自分こういうタイプなんじゃないのっていうのが、やっぱり分かってくるっていうのは一つあると思うんですね。ただですね、それと同様に、なかなかすぐにいろんな全てはできないよねっていうことがあると思うんですね。なので、もう一つは自分のニッチを私はどれぐらい理解しているだろうかというところを理解することがとても大事だというところがあるわけですよね。例えば、私のニッチそもそも何なのかっていうことがまず分かっているかっていうところがあるわけですね。で、さらには、じゃあ、私のそのニッチはなんで私はそのニッチでやりたいのか、その why の部分ですよね。what もそうなんですけど、why の部分は何なのかと。なんでこのニッチなのかというところと、で、なんで私はじゃあこのニッチにパッション、情熱を持っているんだろうかっていうところもそうですね。例えば、八木さんのニッチな分野っていうのが、例えばその糖尿病を抱えた女性っていうのをニッチだとしますよね。だったら、じゃあなんで私はそもそもこの糖尿病の女性っていうのをニッチにしたんだろうか。なんでなんだろうか。なんで情熱を持ってこの人たちにもサポートしたいと思っているんだろうか。っていうところなわけですよね。もしくは、例えばそのストレスを抱えたママ、ストレスを抱えたお母さん方っていうものを自分のニッチっていうところにした場合には、じゃあなんで私はそもそもストレスを抱えたお母さん、ママたちをサポートしたいのか、なんでなのか、情熱は何なのか、そこを考えるっていうところがとても大切になってきます。You can also, when you make content on things like social media, you can offer these people, something for free in order to get on your email list. And then when you get people on your email list, your first couple of emails can talk a little bit more about you and again, why you're so passionate about what you do. So having a automatic email campaign that goes out when you get a new email subscriber can also work really well. And that's something that everybody should be trying to do with is convert your social media following or people that you meet out at a networking event or people that you engage with on Instagram and get them to your email list. And the easiest way to do that is to offer something for free in exchange for getting on your email list. そうですね。そしてもう一つはですね、こういったそのコンテンツとかっていうのを作れば作るほど、そして、そこからですね、やっぱりその見込み客になってくれるような方たちですね。こういった方たちとの時間っていうものを、やり取りっていうものを、やっぱりその多くすることができればできるほど、やっぱりその自分が何者なのかっていうところだったり、どんな人のサポートをしていきたいのかっていうのは、もっともっと分かっていく、助けにつながるっていうのがあるわけですよね。で、これ例えばどういったことができるかというと、例えば SNS とかで、例えばそのある意味集客だったり、見込みのクライアントの方と会おうということをする場合にはですね、何かしらのコンテンツを作成したり、もしくはライブ配信したり、いろいろあると思うんですけども、とにかくその無料でも、価値提供するというところが大切になってくるわけですよね。無料の価値提供をするというところをまずしていくわけですけれども、で、そこからですね、その E メールリストっていうものを、作っていくっていうところをするわけですね。今、LINE とかもあると思いますので、日本においてはですね、メールアドレスだったり、LINE だったりいろいろあると思うんですけども、そこはご自身のやりやすい方でいいと思うんですけれども、例えばそのコンテンツ、この何かしらを、無料でプレゼントしますっていうところで、欲しい方は、E メールアドレスを登録してくださいっていうところだったり、LINE を追加してくださいっていうところだと思うんですよね。で、そういったところでですね、その無料で価値を提供する。その対価として、彼らの例えばその E メールアドレスだったり、LINE だったり、そういったところの連絡先っていうのをいただくっていうところをしていくわけですね。でそこからその E メール、そのリストっていうのができてきたときに、その人たちやっぱりいろんなやり取りをするときに、初回の、例えばそのメッセージを送ったときとかのやり取りで、私は、こういった人なんです。私はこういったニッチを持っていて、こういったところにパッションを掲げているんですっていうところをもうちょっと深掘りしてお話をするっていうところを、その1回目の、やり取りをした人たちにするといいと思うんですね。で、そういったことをすればするほど、私やっぱこういった人たちがニッチなのかなとか、こういった人たちのサポートしたいなっていうのは分かってくると思うんですね。で、これはですね、八木さんに関わらず、こういったその E メールリストだったり、リストを集めていくっていうところ、無料で価値提供することによって、やっぱりその見込み客だったり、顧客のリストを集めていくっていうところは、ぜひやっていただけるといいと思うんですね。And also, just quickly, in terms of what I can do for them, one of the best ways to convey that is through stories or testimonials. So even if you've only worked with a couple of people, see if you can get them to write you a testimonial or
do a video testimonial for you is amazing. But even if they can't, write down bits and pieces from their story so that you can use those examples when you're talking to potential clients, because the best ways to tell them what you can do for them is through what you've done for others. そうですね。そしてですね、もう一つ最後にお伝えできればと思うんですけれども、とてもやっぱりこういった例えば、ビジネスをやっていくにあたったりだとか、もっと多くの人にこういったメッセージを伝えていくことができるようになるために、とても役に立つことはですね、やっぱりお客様の声っていうものがとても大切になってくるわけなんですよね。八木さんにどんなヘルスコーチングがしてもらえたのか、お客様の声っていうのがすごいいいわけですよね。すごい良くなった、ここ良かったっていうところを書いていただくわけなんですけれども、これはですね、例えばクライアントさんに実際に、例えば文章で書いていただいてだったり、それを送ってもらうだったり、もしくは可能であれば、動画を撮っていただいて、八木さんのヘルスコーチングこうだったんですっていうような動画を撮っていただくとかできると思うんですね。もしですね、動画だったり、書いていただくっていうのは難しいのであれば、八木さんご自身が、例えば本人の許可を取ってですね、ちょっとこういった変化があったっていうのを書いていいとか、許可とか取った方がいいかもしれませんけれども、ご自身で書くっていうこともできると思うんですね。ただですね、やっぱり、このビジネスをしていくにあたって、もしくは集客をしていくにあたって、一番ベストな戦略っていうものは、人の結果なんですよね。っていうのは、私はこういったことできますよ、しますよっていうのもそうなんですけれども、私はこういったことをして、こんな結果を得られましたっていうところを、やっぱり一番強い強力なツールになりますので、そこをやっていただけるといいかなというふうに思います。Does that help? Yes, Thank you so much, Karen. I love you. You're most welcome. Yeah, of course. I think that's probably pretty close to time for that, isn't it? Right. Yeah, I think so too. Yeah. Okay, awesome. Cool. Should we do the next one then? Yes. はい、ありがとうございます。ではですね、次の方のご質問にですね、移らせていただければと思うんですけれども、次の方がですね、八木さんの次はですね、菅野智光さんですね。菅野さんですね。菅野さんいらっしゃいますかね。菅野と言います。菅野と言います。菅野さんですね。すみません。失礼しました。はい、よろしくお願いします。ごめんなさい。ちょっとお待ちくださいね。カメラで、今ちょっと自分確認ができていません、なんですけれども、菅野さん、いらっしゃいます。すみません。ありがとうございます。ありがとうございます。菅野さんですね。はい。ありがとうございます。ではですね、小児に対するプチ断食について、対応年齢や注意点などありますか？ Alrighty, so the next question. Kids. This one? Yes. Yeah. Look, there's a couple of things on this. I wouldn't recommend intermittent fasting for children or preschoolers. But maybe I can ask you a bit more about whether these children have specific goals. Like if somebody's coming to see you because the child has a specific goal, then, there might be some things we can do. But otherwise, children, teenagers, preschoolers, it's not really a strategy that we generally recommend for kids. In saying that, though, I don't, and Dr. Rudy and Dr. Jones would agree with me that kids will though eat when they need to eat. So I don't think either we need to make them do intermittent fasting, but you don't need to make them have breakfast. Like if kids aren't hungry, it's usually meaning that they don't need food at that time. Their bodies are our bodies, I feel like, get less and less smart as we get older. They're so smart when they're young and they generally know when they need food. So I don't believe in forcing them to eat when they're not hungry either. If they don't want breakfast, they don't want breakfast unless, of course, again, they've got a goal, they're into sport, it's affecting their day or concentration. But as with any strategy, when it comes to diet, it is looking at what that individual's goal is. But generally, as a strategy, intermittent fasting isn't something I would implement for kids. ありがとうございます。そうですね。まずですね、お伝えしたいのは、実はですね、その小さいお子さんだったり、小児の方だったり、あとはティーンエイジャーとかもそうなんですけれども、10代のお子さんとかですね、基本的には、このプチ断食っていうものは、私たちは、お勧めをするっていうことはしていないんですね。で、まずですね、やっぱり彼らの発育期だったり、成長の段階というところがあって、やっぱり栄養っていうものを、本当に彼らができるだけ取ることとかがやっぱり大事っていうところがあるんですけれども、もう一つがですね、
彼らはですね、その小さい頃っていうのは、ある意味、その私たちっていうのはですね、成長すれば、年齢的に年を取れば取るほど、成長すれば成長するほど、実は逆に反比例して体っていうのは、スマートさを失ってくるっていうのがあると思うんですね。この時間帯に食事を食べなきゃみたいな感じで、ある意味、それは実はスマートではないっていうところがあると思うんですね。逆に、そういったその年の小さいお子さんだったり、子供の方が年が若ければ若いほど、彼らある意味その体に対してもっとよりスマートだと思うんですよね。ある意味、体の言うことにすぐ反応して、体の言っていることによく耳を聞いてると思うんですよね。お腹が空いた時に、腹減った、じゃあ食おうっていうのがやっぱり子供だと思うんですよね。なので、基本的にまず先ほどお伝えしたように、小さいお子さんやその小児の方には、このプチ断食っていうのはお勧めをしない私たちのやり方なんですよね。ただ、そのお子さんの、例えば朝起きた時に、例えばお母さんとかお父さんがその朝食できたよ、食べるっていう風になった時に、お子さんがその小児のお子さんがですね、お腹空いてないんだけどっていう時とかあると思うんですね。そういう時に無理にやっぱり食事を食べさせようっていうのは、ある意味そういったその、本当にその体本来の、願望だったりそういったことに反しているわけですよね。でそういったところであれば、子供がお腹空いての朝ごはん食べたくないんだよっていうのであれば別に食べさせなくていいと思うんですよね。ある意味そういったことをしたら、そのプチ断食的なところにはなるかもしれませんけれども、なので、まずその小児の方にですね、プチ断食どうのこうのっていうところを、するかしないかっていうところで考えたときには、いくつかの項目を考えていただけるといいと思うんですけども、一つが彼らの目標はゴールは何なのか。例えばその、部活とかをやっていて、何かしら目標やゴールがあるのかっていうところを聞いていただけるといいと思うんですね。そのお子さんにですね。であとは、やっぱりそのスポーツとかをしているかどうかとか、そういったことも聞くといいと思うんですね。で、普段そういったその日中の何かしらそのどういったパフォーマンスだったり、例えば集中できないんだとか、そういったところも聞いてみるといいと思うんですよね。で、あとはその便秘があるかどうかだとか、そういったところも聞いていただけるといいかなと思うんですね。でそこがやっぱり判断して、よりベストな、何かしらのコーチングだったり、アドバイスっていうのができればいいかなというふうには思っています。ありがとうございます。ちょっとこの小児の質問をしたのが、僕自身がプチダンインターミテントファスティングをやってるんですけど、子供と接するときに朝ごはんを食べないっていうのが普通になって、コーヒーとギーとか MCT オイルを入れてるっていうのを飲んでるだけだと。なんで食べないのと。で、朝ごはん食べない方が大人はいいんだよと。じゃあ僕も食べるのやめるとかって言われると、ちょっと母親が困ってしまうようなことがあって、っていうのがありましたと。で、白米をメインに食べたり、麺類が大好きなんで、基本的には白いものは良くないから、茶色いものに変えようねっていう話はして、白米を玄米に変えるっていうようなことを、家族の中で今コンセンサスを得て、玄米が来るのを待ってるっていうような形に、ちょっとずつちょっとずつ変えてきて、なんかちょっと残りの時間で、具体的に子供さんにおすすめの食事の方法とか、なんかそういうもので、なんかシェアしてもらえるものがあると嬉しいです。お子さんに、お子さんにおすすめの食事とかっていうところですよね。はい、よあれば。り健康的な、そのファスティングが今の理由でやらない方がベターだっていうのは理解ができたんで、例えば白米を玄米にするっていうのはやりたいなと思ってるんですけど、あとはなるほど。子供向けのものでっていうことで、なんかあったらお願いします。わかりました。わかりました。ありがとうございます。So the reason why, I brought that up is because, so it's about my kid. And Uh-huh. so I'm practicing, intermittent fasting right now. Uh-huh. And, because of that, I quit, having breakfast. And so I Uh-huh. usually, I put like some, MCT oil or like, ghee into my coffee, like make like some like, bulletproof or like, superhuman, coffee or something. And so my Uh-huh. kid is like, hey dad, like why don't you like eat breakfast anymore? And I was like, hey, for adults, like we shouldn't like eat like breakfast in the morning kind of thing. And so my kid was like, okay, so I'm gonna quit my breakfast then too. And so I was like, oh okay, but my mom, my wife is like, no, like he should like eat, and so I just understood like how like children like shouldn't really do intermittent fasting. I get that, but with that being said, so I talked to my wife and my kid and everything, and we kind of recently because of that kind of switched over from white rice to brown rice.
because I was like, hey, like, when it comes to rice, like, it should be like, brown rice rather than, white rice. And so that's what we did recently. So little by little, we're, kind of like, moving towards, better, healthier life. But with that being said, for the rest of the time, I'd like to ask you to give me like, if you have like any advice on healthy, nutritious diets or food for children, that'd be great. Yeah. When it comes to kids, really the biggest thing is like adding in as many healthy foods as you can while getting rid of like the really, if you can reduce the processed foods, like you can keep it simple for kids. So things like, take out as much of the processed sugar as you can. The processed vegetable oils, hydrogenated vegetable oils that you get in processed foods is great. The more, if you can get them to eat vegetables, if you can make maybe their breakfast while you're having your coffee, your kid has a smoothie. Smoothies are great for kids' breakfast. Those kind of things are awesome. You can sneak in superfoods and veggies and things like that. So really, when it comes to kids, it's actually, unless they've got, again, a specific goal, it's pretty simple. Add as many whole foods in and as many processed foods out.ありがとうございます。そうですね。お子さんに関してなんですけれども、結構やっぱシンプルなんですよね。なるべくヘルシーフードですよね。ヘルシーな食べ物っていうものを、やっぱりその食生活、食卓の方に入れる。やっぱりその先ほどお伝えされたように、なるべく玄米とかっていうのもいいオプションの一つだと思うんですよね。そんな形で、なるべくヘルシーな食べ物、ヘルシーな食事生活を入れるっていうことがすごいいいと思います。で、それをしつつですね、加工食品だったり、加工された砂糖だったり、生成された砂糖だったり、もしくは植物油だったり、あまりその健康的ではない油だったり、もしくは、本当にその着色料だったり、加工食品全般的にですよね、こういったものを少なくしていくっていうことをすると、お子さんにとってはすごいいいと思うんですよね。で、もう一つは例えばですね、お子さんが、朝食を食べたいっていうのはやっぱりお勧めしたらいいと思いますし、食べたくないっていうのだったら別にいいと思うんですけれども、もしお子さんが食事を食べたい、もしくは飲み物だけでも飲みたいっていう場合はですね、例えばそのカオンさんが、その午前にそのコーヒーを飲まれるっていう時に、お子さんにはコーヒーではなくて、例えばスムージーを一緒に作ってあげるみたいな。でも逆にその MCT オイルだったりギーだったり、その普段コーヒーに入れているような健康的なものはスムージーに入れてあげて、それであげるとか、そういったものっていうのもお勧めできるんじゃないかなと思うんですね。ただですね、いろいろお伝えしましたけれども、すごいシンプルな、原則がやっぱりあります。お子さんの栄養にとってですね。なるべくホールフーズですね。なるべく加工されているものではなくて、やっぱり生に近い状態のものを、与えてあげる。食生活においてですね。そして、なるべく健康ヘルシーなものを取り入れて、なるべく加工されているものや、その人工的なものをアウトさせる。なるべくこういったものを排除させる。インが健康的なもの、アウトが悪いもの。人工的なものっていうものをしていただけるとすごいいい、シンプルで分かりやすくて、そしてとても健康的かなと思います。Thank you very much. Very helpful. I've challenged it. Thank you. You're welcome. ありがとうございます。ありがとうございます。はい、cool。はい、ではですね、次の質問ですね、移らせていただきたいと思うんですけれども。はい、すみません。内山さんがこれいらっしゃってるので、一番上の内山浩二さんの、はい、ご質問お願いしてよろしいですか。はい、ありがとうございました。ではですね、内山さん、よろしくお願いします。ちょっとですね、内山さんがいくつかのご質問あると思うんですけれども、内山さんの一番、まず彼に聞きたいっていうところは、資金繰りっていうところからっていうところでよろしいですか？それか、次の質問とかの方がお聞きしたいですかね。もしもし、聞こえますか？はい、聞こえます。すいません。ちょっとズームの調子が悪くて申し訳ございませんでした。こんな形になってしまいました。そうですね。要はビジネスをやっていく中でのそのスピード感。例えば、今、一つの、石川さんとみんなでこう、やってるじゃないですか。例えば、50万のプログラムを作って、それをリリースするまで、大体どんぐらいの、なんていうんですかね、そのスピード感でやるのかっていうところ。うん。あと、彼だったら、資金繰り苦しいときどういうことやるのかなっていう、それ聞きたいです。はい。なるほどですね。わかりました。ありがとうございます。はい。So, Karen, so we have Mr. Koji here. So we'd like to move on to the first question. Okay. Mr. Koji here. So my, biggest questions I want to ask you about are the finance, so financing, and also the like speed. So I'm like so obviously we're having this mastermind with Utah and you guys,
and talking about how like we can create a kind of like more high ticket program, like maybe like five grand or something. Yeah. And so with that, I want to know like when you were creating a high ticket program, like I kind of wanted to know like for you like the speed, like how like speedy you were doing that, or like like what you were doing, like how long you took and everything, or like how long we should take, things like that. And also How long does it take like, to do what? Sorry, how long is the program? Or create or like to launch, like let's say okay, I start working on this, and then until like okay, like I get this done, launch a program, or like okay. kind of thing. And also the other thing is financing. And so when you were tight in budget or something Yeah. like that, like for you, like what were you doing? Tight on budget, like myself, or Yes. when my clients were tight on a budget. You, Okay. when you were building your business, and but when you were tight in budget. Yeah. Okay. And so the first one is in terms of time. Like one of the biggest things that I wish I had done more of, and I did more of as I launched more and more programs throughout my business, is to sell before I created the program. So if you tell me to create the program, my 6-month program, my 5K program, whatever, I will take a while to do that. Sometimes I can be slow. But if I sell it first, so what I do in order is create the outline of my program. This is how, so I know roughly, I know what I'm selling. I know what I want to do. And then you go out and focus on content creation, getting that email list, offering health history questionnaire sessions, and getting clients. Then as soon as you get your first client, that will make you start creating the content for your program. And that's what I always recommend. That's what I always do now. I sell first and then create the program after. Does that kind of answer the speed question? I think so. Yeah, I'm gonna ask him too, but そうですね。まず先ほどのですね、そのスピード感っていうところで、お伝えしたいのがですね、ちょっとごめんなさい。もし質問がちょっと意図がずれてるよとかだったらもう一回おっしゃっていただけるといいと思うんですけれども、まずですね、私がですね、ビジネスをこれまでやってきている中で、やっぱりその最初の段階で気づけておけばよかったなっていう点がいくつかあるんです。一つは、例えば、50万円のプログラムを作りますっていうところだったり、じゃあこのプログラムや講座を作るためにどれぐらいの期間を要するか、どれぐらいの期間が必要かっていうところを考えていたときにですね、当時の私を振り返って、もし当時の私にアドバイスできたとするのであれば、私に言いたいのはですね、すごい、その50万円のプログラムを作るために、いろんなことを考えたり、時間を要するっていうところの前に、まずそれを、コンテンツをどうしようかっていうことを考えたりする以上に、まず売ることを先に考えた方がいいよっていうことを私は、伝えたいなと思うんですね。っていうのが、私がですね、何かしらのじゃあ6ヶ月間のプログラムを今から作るっていうためにどれぐらいの期間必要かな、3ヶ月、4ヶ月で作れるかなとか、どれぐらいの時間で作れるかな、そのスピード感の話でですね、もしくは、いくらの金額に決めるか、金額が50万円がいいかな、30万円がいいかな、そういったことを考えてしまうとですね、結構割と、すごい時間かかってしまうっていうところがやっぱあったんですね。でそれを踏まえて言うと、今私が明らかにもっとうまく機能するっていうことが分かっているのは、作ってから売るではなくて、売ってから作るっていうふうに考え方が切り替わったんですね。例えば50万円の金額だったり、こういったプログラムにしようっていうのをある程度決まったら、それをもう売るっていうことを決めるっていうことを私はし始めました。でそこから、例えばじゃあどうやって顧客リスト、Eメールリストを集めていくか、もしくはその初回のコンサルの中で、この問診票をどの部分で組み合わせていくか、そして実際のプログラムの中のコンテンツっていうのはどういったふうにしていこうか、金額だったり、プログラムっていうのを決めて、それを売る。で売った後で、ある意味そういった方がやっぱり私にプレッシャーとかかかって、翌々月ね、こうしないともう間に合わないよね、とか、そんな感じになって、よりスピード感っていうところではすごい助かったっていうのがありました。内山さん、こういった、回答っていうところで意図的に合ってますか？内山さん、多分ミュートを。はい。すいません。ちょっとスマホで申し訳ないです。いえいえ。はい、ありがとうございます。
そうですね。ありがとうございます。まあ、スピード感、そうですね。で、あとは期間的なものは、その商品によって変わったりしますやっぱり。6ヶ月とか3ヶ月間とか、期間的なものまあ、は。要はこれ売ろうと思って、で、今、一番最初に売ることを第一に考えると。そこに行くまでのこのスピード感。じゃあ、売ろうって決めて、そうそう。実際に、そう、みんなにリアクションもするまでのこの時間ってどんぐらいなのかなっていうのをちょっと聞きたいですね。なるほどですね。わかりました。はい。ありがとうございます。はい。Okay, so Karen, cool. Thank you. So I get it. So let's say like, okay, so I start selling this program or that program. So I think it depends on programs like, 3 grand program or like 5 grand program or like, group coaching session or whatever. But let's say, okay, I'm going to sell this program. And then from that till like you actually sell that program, like, when it comes to like, kind of like, time wise, like time span, like how long like are you usually like doing it, or like how long do you think like we should like get this done? Completely depends on how much time you've got to allocate it to each day. Are you doing it full time? Have you got like 1 day a week? Don't compare to anybody else. Whatever your journey is. I think I'd focus on momentum. Do I keep moving forward each day? Because if you're selling it before you're ready, you can get this stuff up pretty quick. I always like to do like a minimal viable product, and I learn through doing. So I would prefer to sell, let's say I want to sell a $5,000 program. I would prefer to discount it, do it. Okay, I'm going to do it half price. I'm going to do it 2.5 for my first 3 people, so I can learn while I'm doing with them. And then as I'm doing it with them, I'm kind of creating it. And then cool, I've got it down. Now I'm going to do the 5 grand. And if I was doing that, really, you can turn around, put a post up on social media and say, hey, free health history for, diabetes over 40, jump on. You might get someone jump on and sell your program tomorrow. Or you might need to build a bit more of an audience first. It might take you, a couple of months to get your, outline right in your mind. So it kind of depends on how fast you're moving and how confident you can be in selling your first program. But I wouldn't hold back. I learn by doing, and the more you can get momentum with these clients, even if you're, don't be scared of doing something wrong. It's okay to say, I don't know, I'm going to find out for you. Cool. So imperfect action, right? Yeah. Imperfect action. You got it. Absolutely. Yeah. Cool. ありがとうございます。そうですね。先ほどのところで、例えば、30万円のプログラムなのか、もしくは50万円のプログラムなのか、もしくはグループコーチングプログラム、いろいろあると思うんですよね。ただ、今、内山さんがおっしゃられたように、そのプログラムによるっていうところだと思うんですけど、実際にじゃあ、まず最初に売って、じゃあ実際に売れるまで、もしくはその反応とかリアクションが来るまで、どれぐらいの期間があるのかっていうところだと思うんですけれども、これもですね、結構やっぱり人によるっていうところなんですよね。人によるっていうところでして、例えばある人は、もうフルタイムでずっとこのヘルスコーチングに集中している人がいたとして、もしくは片やある方は本業もありつつこれをしているというところで、例えば1週間に1日だったりだとか、1日に1時間っていうような、人によってその時間のかけれる比率っていうものとか、もしくは自信の度合いだったりだとか、持っている知識だったりっていうところにやっぱり寄ってくると思いますので、一概にやっぱり言えないっていうところと、人によるっていうところがあると思うんですね。で、もう一つはですね、やっぱりある意味人と比べる必要っていうのはやっぱりないと思いますし、やっぱりご自身のペースっていうのはあると思いますし、あとは英語でやっぱりジャーニーっていうような言い方をしますけれども、それぞれのヘルスコーチとしての旅路っていうものが皆さんそれぞれお持ちだと思うんですよね。そこはやっぱりご自身のヘルスコーチとしての旅路、ヘルスコーチとしての道っていうのは他の人とやっぱり異なると思いますので、そこはなんか本当に人によるのかなっていうのは思うんですよね。ただ、例えば私の例で言うと、私がじゃあ50万円のプログラムを作ろうっていうふうに売って、で、これを売るっていうふうに決めたときに、例えばそのある程度の時間期間を要して、数週間、数ヶ月とかですね、なかなか人が買ってくれないなとかってなったときには、そういう金額を半額にしてとか、
25万円で、それちょっとコンテンツの量とかも下げるんですけど、25万円でやれるよっていうところとかで、その方向を変えたらとか。で、そうなった時に実際に25万円っていう金額とかで、クライアントさんがそれを、お金を払ってくれたっていうこととかがあったんですよね。で、その25万円とかっていうものは、本当にやりたかった50万円のフルのプログラムより半分のものになってるんですけど、その25万円ってお金の範囲でやって、で、ここはもっと改善した方がいいよねだとか、ここはすごいうまくいったっていうところっていうのが、やっぱりその25万円っていうところでもある程度のデータだったり、その人々の反応っていうのは得られるわけなんですよね。なので、そういった意味でもまずは、例えば金額とかっていうのも、本当にすごいフレキシブルで良かったと思ってますし、とにかくその活動すればしたほど、やっぱりその反応が得られて、そこから次にじゃあ、さらに本当に50万円のプログラムを作った時に、その25万円での経験っていうのはすごい役に立ったっていうこともありました。なので、本当にある意味、こういったその無料の投稿をして、無料で問診票をやっています。糖尿病の方を対象とします。もしそういうのを出せば、買う買わないかはわからないですけども、ある程度のやっぱ反応ってあると思うんですね。で、もしかしたら実際に翌日にも50万円っていう金額をお支払いをされて、クライアントになられるということもあり得るかもしれないと思うんですね。っていうところで、やっぱりその1日でも売れちゃうっていうことも、言うこともできるかもしれませんですし、人によっては数週間ということになるかもしれませんけれども、本当にさっき最後にカレンさんに最後言ってましたけども、インパーフェクトアクションっていうところで、不完全であってもやっぱりやってみるっていうところが、すごい、本当にそのスピードがどんどん上がっていくよっていうところを彼女がおっしゃられていたというところですね。大丈夫ですか？ありがとうございました。すいません、お時間。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。Thank you. ありがとうございます。Cool. So let's move on to the next question here. So we had Mr. Koji. And so next, I think we were with Number 8, is that right? Or 8? Amano-san. Yeah, 8. Amano-san. So Yasuhisa Amano-san. I think so. はい。よろしくお願いします。はい。天野さんよろしくお願いします。8番目の質問ですね。ニッチの決め方が全く分からなくて困っています。50歳からのピンピンコロニのための食事術をテーマにしているんですが、迷っています。一生健康、一生元気、一生喜び、一生楽しいがサブテーマです。これでいいのかなと心配です。アドバイスよろしくお願いします。はい。ありがとうございます。Alright, Karen, so that question number 8, niche. I think that's a good niche. I think doing the over 50s or you could even do over 60s, but yeah, over 50s, helping them with healthy eating choices could be really good. You could add in there some words around either a couple of things. You could focus more on kind of longevity, which is kind of what you got there in terms of healthy, energetic, happy, enjoyable. It's kind of I think if you could, some of the things that work really well is kind of bringing longevity into that. And the other thing is whether or not you wanted to split it out into men or women. Like, do you have a preference between working with men and women? Because there are definitely, as you get into that age group, some different things you could look at for either one of those categories. So that could be a way to kind of niche down a little bit further. そうですね。まず、50歳からのピンピンコロニのための食事術。すごいいいテーマだと思うんですよね。いいニッチだと思っています。60歳以上の方を対象にしてはもちろんいいと思いますし、50歳からのってももちろんいいと思うんですけれども、ここにですね、例えば、食べるもの、食事のそのチョイス、選択肢っていうものとかも、やっぱりその一つの要素だったりテーマとして、サブテーマとかで付け加えるとかもいいかなっていうのは思いました。あとは、いくつかですね、一つ思ったアイデアとしては、その長寿、長生きっていうところ、英語ではロンジェビティっていうふうに言いますけれども、日本語だと長寿だ長生きっていう意味合いですよね。こういったところも、サブテーマとかの中に一つ入れるのも、アイデアとしてはいいことの一つかもなっていう気がしました。もちろんこれはお任せしますけれども、今サブテーマで書かれているようなハッピーだったり楽しいだったり元気っていうところに、この長寿や長生きっていうところっていうのは結構組み合わせやすいんじゃないかなって思ったんですね。あとですね、一つ思ったんですけれども、このニッチの部分で、天野さんがですね、ターゲットされるところ、ニッチの分野っていうのは、例えばその男性か女性か、ここも、決めると、よりニッチっていうのは絞りやすくなってくるかなと思います。50歳からのっていうところで、50歳からの男性の、
ピンピンコロリなのか、50歳からの女性のピンピンコロリなのかっていうところによっても、やっぱりニッチだったり、そこに持つターゲット層っていう方も変わってくると思いますので、男性か女性か、これも決められるのもすごいいいんじゃないかなと思いました。ありがとうございます。Do you know if you do you prefer to do men or women? Is there a preference? 天野さん的にはなんか男性、女性かっていうのことが考えられてましたか、もともと。それか。介護のことがあって、一番気になってたのは、老老介護って大変だっていうのはもういろんな意味でも周知なことなので、で、お金もかかりますよね。もしそうでないとすると。ですから元気であることがあるので、夫婦で元気というイメージは持ってたんですが、女性の方が長寿なので、女性かな今聞いて絞るとなると、そうなのかなって今思ったりもしたんですが、はい、そんな感じです。なるほどですね。自分では決めきれてないというのは今、そうですが、はい。なるほどですね。ありがとうございます。Yeah, like, so when it comes to like caregiving, right? Like over like kind of like an elderly people, right? I think one of the biggest problems here is that like kind of like elderly people are giving caregiving for elderly people. So elderly people are helping elderly people. That's the problem here too, right? Like if younger people can like help them, that's great. But the problem is like elderly people are helping elderly people for as in like 50s are helping 80s. Is that what you mean? But like okay. Yeah. And so but the like female, so they're like when it comes to like longevity, like their lifespan is like a little bit longer than like men's. And so I'm like maybe like for ladies, I still haven't like figured it out, but yeah, maybe like I'm thinking for female ladies. Okay, cool. Because I think that your marketing in that age group might be a little bit different depending on whether you go with men and women. So and where you find these people might be, you'd want to really think about your target person. Where does that person hang out? Are they on Facebook, or are they going to be reading a magazine on something, or maybe they even like read the newspaper. I don't know if you guys still have newspapers, but like so that you can find out different places to find these people who are a little bit older. But in terms of then how you position your offer and what they might be interested in might be a little bit different between men and women. So I definitely have a think about that. But that demographic is I have a number of clients that have neuropathy as a niche and target that older audience, and we do Facebook ads and all sorts of online marketing really successfully for that older demographic. So I don't know, they tend to potentially have a bit of money. They're interested in making sure potentially they're getting some test results back, like maybe pre-diabetes or things like that they want to make sure they're preventing. So you could also talk about some of those conditions and how to prevent them when you're talking to kind of this demographic. Sorry, I talked about lots of things. Did that make sense? Yes, absolutely. ありがとうございます。Yeah. そしてですね、今女性っていうところをですね、おっしゃられたと思うんですけれども、やっぱり例えば50代、60代っていうところになってくると、やっぱりその男性、女性によってやっぱり考え方、価値観っていうものもやっぱり変わってくるっていうところがあると思うんですね。健康だったり、例えばこれからのその残りの人生っていうところがあったり、男性、女性によって変わってくるところもあるかもしれないと思いますので、やっぱりその男性、女性っていうのはやっぱり結構大事なポイントになるかなと思いますので、そこも考えていただけるとすごいいいのかなと思うんですよね。で、それと同様に、例えば男性なのか女性なのかってなった時に、ご自身のそのニッチにする方たちがですね、どういった場所で普段その時間を費やされるか、時間を過ごされているのかっていうところも意識するのがすごい大事になりますよね。例えばそのより若者になってくればなるほど、例えばそのインターネットとかこういった SNS とか、使うっていう傾向があると思うんですけど、天野さんがそのターゲット
天野さんがターゲットとされる人たちっていうのは、例えば Facebook を使うのか、もしくは結構新聞とか、もしくは雑誌とかを見ることが多いのか、もしくは何かしらの交流会とかに出るのかっていう、いろいろあると思うんですけれども、例えばその50歳、60歳、男性なのか女性なのか、でそうなった時に彼らはどういった時間、どういった娯楽で時間を費やすことが多いのか、そこを踏まえた上でですね、そういったところに自分自身のヘルスコーチングのものを紹介していこうっていうのを考えると、そういうニッチの人たちに語りかけるっていうことがしやすくなると思うんですね。で、どうやってそのご自身のヘルスコーチングをやるときにオファーが出せるかっていうところで、ニッチをこう決めましたと。で、こういったそのサブタイトルはこういったものを決めてますっていうのもいいと思うんですね。で、それと同様に、どうやって例えばある特定の、障害だったり病気とかっていうものを、予防にこういったことがあるんですよっていうところとかも盛り込めると、結構力強いのかなと思ってちょっと私がですね、以前、ちょっとあったのは、割とその高齢者寄りのその神経障害とかがある方たちに対しての、ちょっとそういったプログラムとかっていうのを行ったことがあったんですけれども、実は結構すごい、うまくいったんですね。ある意味、そういった方たちが、その金銭的な面で、やっぱりそういった余裕があったり、そういったその長生きのためにそういったことを考えている人たちが多かったのか、そういったことが要因かもしれませんけれども、その割と高齢者向けの神経障害に向けたプログラムっていうのはうまくいったことがありました。なので、例えば、どうやって糖尿病予備軍の方とかかもしれませんよね。これ一つの、例に過ぎませんけれども、50歳、60歳からの男性なのか女性なのか、で、糖尿病予備軍の方対象だとか、そういったところでやっていくともっと絞りやすいですし、そういったものに関心、注意している人は、すごいやっぱり天野さんのオファーっていうものに興味を持って、お話を聞いてみようというふうになりやすいんじゃないかなと思いますね。はい。よくわかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。You got this. Keep going. 天野さん、できます。ぜひですね。ありがとうございます。ありがとうございます。働きをですね、続けていただければ。はい、ちょっと、はい、すごく楽になりました。ありがとうございます。Thank you, Karen. ありがとうございます。ありがとうございます。All right. So, who's next? Yes, the next question is we have 森さん、I guess. 森宮子さんですね。森さんがですね、なるほど。はい、森さん。森さんの質問がですね、つければいいじゃん。つければいいじゃんけど。はいですね。はい。森さんのご質問がですね、ヘルスコーチとしての集客に、不安があります。直近ではモニターとして、友人中心に無料もしくは定額でトライアルをしようと思っており、3ヶ月ほどモニター期間を経て、正式にスタートできればと思います。これからヘルスコーチとして本格的に活動する上でアドバイスをいただけると嬉しいです。はい。Alright, Karen. So, How to attract people as a health coach? Yes. Yes, awesome. All right. So in terms of attracting people to your business, what you want to do is follow our roadmap. So you want to create some sort of free workshop that's really specific, something free, like a free value workshop or event or talk that adds a ton of value to your specific niche. そうですね。まずですね、集客っていうところで、一つ目なんですけれども、ロードマップ、本講座の中でもお伝えしているロードマップに沿うっていうところがまず一つのポイントになってくるんですけれども、ここの中でですね、無料のワークショップだったり、無料のイベントだったり、あとは無料のそのトーク会だったり、いろいろできると思うんですよね。Facebook ライブとかもそうかもしれませんですし、無料で価値を提供できるというところをまず一つ目になりますよね。でその行う際に、無料にもかかわらず多くの価値っていうのを、森さんの決められるそのニッチ、分野に対してたくさんの価値を提供するっていうことが一つ目になるわけですね。And then there are three main ways to get people to your workshop. One is... go ahead. Go ahead. Okay. So one is free, like doing organic social media. Maybe you go to a health food store and put brochures out for your talk. Maybe you blog and write articles on your website. So there's kind of free marketing where you're spending a lot of time creating content to attract people to your workshop.
そうですね。3つのですね、方法があるんですけども、1つ目っていうものをお伝えしています。1つ目っていうのが、その無料の方法で、無料で集客をしていくっていう方法ですね。で、これはその英語ではそのオーガニックな方法っていうようにも言えますけれども、例えばその広告費とかをかけずに、ご自身の、例えばその SNS だったりだとか、ウェブサイトだったり、ブログだったり、そういったところで集客をしていくっていう方法になるんですけれども、例えばそのご自身の、インスタグラムなのか、Facebook なのか、TikTok なのか、いろいろあると思うんですよね。そういったもので、ご自身の、価値提供をし始める。これがまず一つあると思うんですね。SNS を使う、メディアを使う。そして、他にはですね、例えばそのご自身の家の近くとか自宅の近くとか、遠くてもいいかもしれませんけれども、ヘルスフードストアですよね。健康食品店だったり、健康食のお店とかがあった時には、例えばそこにこう寄ってみてですね、ご自身がこういった活動をしていて、こういった例えばその無料でのワークショップとかやりたいんですとか、イベントやりたいんですとか、駆け寄ってみるといいと思うんですよね。で、それに対して例えば何かしらのチラシだったり、ポスターとかを作成していただいたり、でそれをお店にちょっと貼ってもらえますかっていうのも一つの方法だと思います。これも無料でできることだと思うんですよね。であとは、例えばそのご自身でブログをされていたりだとか、もしくはウェブサイトを持たれていたりだとか、そういったのであれば、ご自身の例えばウェブサイトだったりブログでいつもコンテンツっていうのを作成しながら書きながらっていうことをされていると思うので、そこでちょっと何月何日にこの無料ライブやりますよとかっていう、発表ができると思うんですね。これがまず無料でのやり方ですね。Then the second one, and in this workshop, you're offering initial consultations or health history sessions. So you're offering a chance for somebody to get on a call with you and go through the questionnaire. そしてですね、この初回、ごめんなさい、この無料でのワークショップだったり、イベントだったり、トーク会っていうところで、ここに参加される視聴者だったり参加者の方には、初回コンサルですよね。初回コンサルを、オファーを出すということをするわけですね。初回コンサルっていうものを、例えばその問診票っていうものを、やっています。こういったことをご紹介していますっていう初回コンサルをやっています。っていうものを、この無料で来られた無料のワークショップとかで皆さんにこれを発表するということが2番目になるわけですね。So then, second way to get people to your workshop, to your free value is paid. So you can pay for advertising on platforms like Facebook or Google, or in more traditional ways, newspapers, etc. But it's paid advertising is obviously another way that you can get people to your workshop, which gets people into initial consultations with you. そしてですね、2番目の方法はやっぱりですね、先ほどの1番目のものが無料での集客の方法というところでしたけれども、2番目はやっぱり広告費をかける、お金をかけて集客をしていくっていう方法になるんですけれども、わかりやすい例で言うと、例えばその Facebook 広告だったりですとか、もしくはその Google 広告だったりですとか、もしくはそのご自身のニッチの分野とかの人たちが、例えば新聞とか雑誌とかをよく見るっていう人とかであれば、例えばその新聞だったり、その雑誌とかにその広告料をお支払いをして、自分のヘルスコーチングとかのワークショップだったり、イベントっていうものを載せていただくっていうことが2番目の方法ですね。お金をかけて広告料を払って集客を促すという方法ですね。And then the third one is joint venture. So getting in front of somebody else's audience. So to be honest, that's kind of like the health food store or a beautician or somebody else who's got the same audience as you, but offers a different service. And so that's another way you can start to get in front of somebody else's audience to attract them to your free workshop. So if you've got a workshop about anti-aging, perhaps you team up with a beautician who's got 2,000 people on her email list, but doesn't teach nutrition for anti-aging. So you can add value to their clients while potentially growing your own audience. そうですね。そして3番目がですね、英語ではそのジョイントベンチャーっていうふうに言いますね。その日本語で言うとその合同会社っていうような意味合いになるかもしれませんけど、ここではその会社っていう意味ではなくてですね、ある意味その協力をする、協業して、そのご自身のそのニッチっていう分野と関連のあるような人たちと協力をして活動するっていうところになりますけれども、例えば協力をして何かしらのそういったそのワークショップをするだったり、例えばその Facebook ライブをするとかもそうかもしれませんよね。で、行うっていうところなんですけれども、例えばですね、森さんが例えばそのアンチエイジングっていうものをニッチにするとしたとしますよね。で、例えばその森さんがその協力をする相手っていうのは、例えばその医療従事者の方なのか、もしくはその健康関連で、例えばそのヘルスコーチ的な活動をされている方かもしれませんけれども、その方と協力をして、共同で例えばそのライブをするとか、もしくはワークショップをするということになるんですけれども、その時に、
この協力する相手に森さんが提供できる価値は何なのかっていうところで、この方に価値を提供できるなっていうふうに思うのであれば、それはやっぱり協力できるところだと思うんですね。例えばの例で言うと、森さんがじゃあアンチエイジングをテーマにニッチでやりましょうというときに、協力するもう一人の方がアンチエイジングのエキスパートの方で、例えばその2000人ほどの顧客リスト、E メールリストとか、お客さんリストを持っている人ですよっていう人がいたとします。ただこの2000人ぐらい顧客のリストがいて、アンチエイジングのエキスパート的な人なんですけど、栄養のことを全く教えなかったとしますよね。例えば。そうなった時に森さんとしては、森さんもアンチエイジングのエキスパートとしてニッチでやってるんですけど、もちろんその栄養のこととかそういったことはすごいよく理解をされているというところで、そこのことはやっぱりこの、すごい顧客リストを持っているアンチエイジングの人は、栄養のこととか理解しなかったのであれば、森さんはそこをすごい価値を提供できるわけですよね。なので、そういった方たちと協力をして、やってみる。協力をした、活動するのが3番目のジョイントベンチャー、共同でのやり方になります。Okay, and 4 other little tips. 1, be consistent. Keep putting stuff out there. Keep moving forward. Get the momentum going. 2, actually, it's just going to be 3. 2, because 2 is the same as 4. So 2 is don't be scared. Remember, you're changing their life. Focus on them. Don't worry about you. Which leads into number 3, which is do as many health history questionnaire consultations as possible. Set that as your goal. How many questionnaires have I done this week? How many have I done this month? Keep that as your goal, because that is going to be the marker that leads into actually paid programs. That's where your goal wants to be. How many of those questionnaires am I doing each week, each month? Cool. ありがとうございます。そして、4つ目のですね、お伝えしておきたいことがあるんですけども、これはですね、4つ目のところで、その3つのアドバイスを最後にお伝えしたいと思います。1つ目、これはですね、本当に粘り強く、辛抱強く行ってくださいというところになります。これやっぱりある程度の時間がかかったり、すぐに結果が出ないこともあると思うんですよね。ただ、そこで粘り強く、とにかくそこにスティックしてですね、コミットしてやってみる。粘り強くやるということが1つになると思いますね。で、2番目がですね、ぜひですね、こういうことをやるときに恐れないでください。こういったことをやるときに、怖いなって思う気持ちあるかもしれないと思うんですけども、ぜひ恐れないでですね、やっていただけるといいと思うんですね。そしてもう一つは、いろいろ心配事あるかもしれません。うまくいかないんじゃないかなだとか、心配だな。これもぜひですね、心配はしないで、やっていただけるっていうといいと思うんですね。これが2番目のことですね。心配はしない、恐れないということ。で、3番目がですね、この2番目に今お伝えした、心配しないで、恐れないでというところにつながってくるんですけれども、とにかく問診票をどれだけ多くこなせるか。これが3つ目ですね。最後のお伝えしたいことになります。問診票をですね、本当にやればやるほど、どんどん勢いっていうのが増してきます。問診票をですね、やるにあたっても、目標を決めるといいと思うんですね。よし、じゃあ今週は何件問診票をできるかな。よし、じゃあ今月は何件の問診票をできるかな。その目標を立ててみるといいと思うんですね。で、それで毎週、毎月、よし、私は目標達成できた。目標まで何件問診票足りなかった。そういったところを見てですね、とにかく問診票の数をこなすと。で、それをすればするほど、勢いがついてですね、どんどんこの集客っていうところにも勢いがついてくると思いますので、そういったことを参考にしていただけるといいかなと思います。カレンさん、ありがとうございました。とても勇気をいただきましたので、今日からまた気を改めて頑張りたいと思います。Thank you, カレンさん。You're most welcome. どうかしまして。Encourage me a lot. Thank you so much. ありがとうございます。I'll do it today. From today. ありがとうございます。Cool. ありがとうございます。はい。ではですね、次の方に移らせていただきたいと思いますけれども、次がですね、天野智子さん、になりますけれども、天野さんがですね、天野さん、いらっしゃいます。ありがとうございます。天野さん、1、2、3、いくつかのご質問の方ですね、いただいているんですけれども、4つですね。どの質問を特にまず彼に聞きたいなっていうのはありますか？はい。どっちも主人のことなんですけども、1と2で、はい、LDL と、ファスティング中の血糖値のことについて、はい。わかりました。お願いいたします。はい。So Karen, so the next question is about my husband. Yes. Right. So I have 4 questions, but I want to ask you the most. So number 1 and 2 questions which are about the LDL, cholesterol, and also blood sugar level, while fasting.
Yeah. Okay. So you're right to look at the ratio more so than just his cholesterol numbers, and his ratio actually looks pretty good. It would, so then what I would do is look at him clinically. Like, is he does he have any other factors that could be that could lead you to think that cholesterol is a cause of concern? Like, is he overweight? Is he has he got no energy? How is he, health wise? Because what you want to do is look at the whole person when it comes to cholesterol. A lot of the time doctors look at just numbers on a page, and what you want to look at, hey, is this person overall, healthy? Do they drink? Do they smoke? Do they exercise? Are they getting healthy food? Sounds like he is. So I wouldn't say that these numbers are too much cause for concern. そうですね。まずですね、一つ目のところでお伝えしたいと思うんですけれども、まずですね、このLDL とその HDL のこの比率っていうところでお伺いされていると思うんですね。で、これはですね、まんまなのではって考えておりますが、実際はどうでしょうかっていうところでおっしゃられていると思うんですけど、まさにおっしゃる通りで、そんなにすごい問題っていうのはないのかなと、大丈夫なのかなっていうところが思っているんですね。で、そのコレステロールっていうところがですね、やっぱり例えば病院とかに行って、もしくは検査とかを受けて、コレステロールをこう見ると、やっぱりコレステロールの数値だけをやっぱり提示されるっていうところが、やっぱりあって、例えばその深掘りした質問だったり、そこからの解決策、改善策っていうのはなかなかやっぱり聞くことができないっていうのがあると思うんですけれども、やっぱりご主人がですね、全体的に、例えばエクササイズ、運動とかっていうのが、体を動かしたりだとかですね、できているかどうかだったりだとか、あとは健康的、良質な食生活ができているかっていうところだったり、あとは例えばちゃんと水とかを、水分とか補給できているのかどうか、そういったところっていうのも関わってくるわけですよね。で、見た感じですと、ご主人はそういったところはおそらくできているんじゃないかなと思うんですけれども。Yeah. 一生懸命やってますね。はい。Yes, he's doing his best, like, hydration or like, eating healthy foods or like, exercising, things like that. Okay, awesome. Well, that's good. I mean, I would keep up doing all those kind of things. You could switch out some of the saturated fats for some of the other healthy fats if you wanted to, but it doesn't seem from what I have here that, you have too much of a problem. Cool. そうですね。そして今、されているような、例えば良質な、ライフスタイルもそうですよね。ライフスタイルだったり食生活、すごい心がけられているところだと思いますので、すごいいいと思うんですよね。ぜひ今されていることっていうのは、され続けるといいと思うんですね。で、それに対して、例えばご質問でされているような、飽和脂肪酸っていうのは控えめに取った方がいいでしょうかっていうところがあったと思うんですけれども、これに関しても特に飽和脂肪酸に関してもすごい控えた方がいいかっていうところとか、今質問の方を見させていただいていると特に問題っていうのは感じないですね。飽和脂肪酸の量を少なくしなきゃとかっていうこともないと思いますし、他の油にしなきゃとか変えなきゃっていうこともないと思いますね。今のままでもいいと思いますし、他の良質な油もやってみたいとかであれば、それもいいと思います。But saying that, yeah, but saying that, having his blood sugar not stable and kind of having that too low, especially during fasting, I'm assuming that you're measuring that, and then perhaps he's getting tired or having crashes or having, not feeling good. And so I'm wondering whether, if he's not feeling good on a ketogenic diet, a different diet might be better for him. He doesn't necessarily need to stay on a ketogenic diet. I would, maybe try one of the other kind of healthier meal plans that focuses on a little bit more of a broad range of foods rather than focusing just on keto, because, it sounds like maybe he'd be doing, a little bit better on maybe a different kind of diet that maybe included some other foods as well. そうですね。そしてですね、ご主人のですね、その血糖値っていうところに関して、少しお伝えできればと思うんですけれども、ご主人がですね、こういった例えば、ボーンブロスファスティングだったり、ファスティング中っていうところの血糖値が安定しないっていうところがあったと思うんですよね。血糖値が低くなってしまうっていうところで、おっしゃられていたと思うんですけれども、そこでですね、もしご主人が断食中、ファスティング中に、すごい疲労感だったりだとか、すごい、もう疲れたなっていう感じに
頻繁になってしまうっていうところなのであれば、もしかしたら彼にはですね、ケトジェニックダイエットっていうのがあまり合っていないかもしれないっていうのは思ったんですね。なので、もしそうであれば、他の食生活、他の食事プランっていうものも、試してみてもいいのかなというふうに思います。もちろん、そのイートレインボーですよね。なるべくそのいろいろな色、いろいろなそのカラフルなものを取り入れるっていうことはもちろん大事になりますけれども、いろんなものを食べるっていうところですね。ただ、必ずしもケトジェニックだけというか、ケトジェニックにこだわるというよりも、ケトジェニック食事プランの中には含まれていないような、他の健康的な食べ物を含むような食事プランっていうものも、ご主人のために試してみて、そこから血糖値の安定とかがどうか、疲労感とかが大丈夫かどうか、そういったところも試してみるといいのではないかなと思いました。はい、ありがとうございます。それで、大体、ファスティングを始める前から、忙しくて疲れてるんですけども、そういう時はあまりしない方がよろしいんですか？それはファスティングを例えば、もう結構日常的にっていうところですかね。ファスティングする前から結構忙しくて疲れることが多いみたいな感じですかね。たまたま一月に一遍3日間とかやっていたんですけども、その前ぐらいがいつも忙しいことにぶつかっていったことは多いんですね。はい。なるほどですね。わかりました。ありがとうございます。So, my husband, so my question is, when we started, fasting like the day before, we were kind of busy, like with doing something like, I don't know why, but like for some reason, like every time. And so like he got like kind of tired before, he started fasting, kind of thing. And so do you think like he shouldn't really do fasting before, when he starts fasting, if he's, tired before that? Well, maybe fasting is a stress on your body. So people who are already stressed, if you have a lot of other stresses, then perhaps fasting isn't the best for you at that time. It's like, women at that time of the month, each month on their cycle should probably cycle in and out of ketosis. Don't stay on a ketogenic diet or stay fasting necessarily. That's not a time you want to bring it back down to kind of like 12 hours or less, because you've already got these other stresses on your body. So if he is, tired from being really busy or stressed out, then perhaps that isn't always the best time to fast. So do you think he should maybe like reduce the amount of like how long he fasts? Like, if he does like, 16-hour fast, then maybe like he reduces like into like 12 or like 13 or 14 or things like that? Yeah, I think a 12-hour fast is pretty easy anyone should be able to do that. You could totally do that, but maybe that might be better than just a full bone broth all day fast for him. Right. Because although like, there's benefits and you do feel a bit, so let's say you are doing fasting, you can still get the benefits of it, even though you might not feel amazing at the time. If you're constantly feeling bad, like if this is kind of an ongoing issue for him, then something means it's not right. You need to be able to look into your body and be like, oh, hey, maybe I need to deal with some of those other stresses first. Maybe I need a different kind of meal plan that's got more, organic whole foods all throughout the day. We're adding in lots of fiber and nutrients. Those kind of things like a more nourishing plan might be better for where he's at right now. Cool. ありがとうございます。そうですね。今、天野さんがおっしゃられたように、これまでファスティングを始められる前に、大体今ちょっと忙しいとかで、疲れている状態っていうところでファスティングを始められること多かったというところだったと思うんですけれども、そうですね。まさにおっしゃる通りで、やっぱりファスティングを始める前っていうのは、すでに疲れていたり、ストレスを抱えてしまっているっていう状態の時は、ファスティングの時間とかを調整するとか、もしくは、ファスティングをそもそもそんなにお勧めをしない方がいいのかもしれないというところがあります。というのが、ファスティングをすること自体、実は体にストレスのかかることにはなるわけなんですね、ある種の。で、例えばストレスをすでにもう抱えてしまっている。例えば仕事なのか、忙しいなのかで、ストレスをかかっているところで、ファスティングも、で、さらにストレスをかけちゃうよってすると、やっぱりもっと二重のストレスになっちゃうっていうところがあるわけなんですね。もちろんファスティングには素晴らしいメリットもありますので、やっぱり体力があったりだとか、ストレスがないとき、やっぱりすごいおすすめだというところがあるんですけれども、すごいストレス、やる前からストレスを抱えていて、もしくはすごいもう、イライラしたりとか疲れているっていうときに、さらにファスティングを結構重度な、重いファスティングやろうっていうのは結構、ストレス過多になっちゃうかもしれないっていうところがありますので、例えば女性が分かりやすい例だと思うんですよね。女性が
例えばその生理の周期の時には、すごいストレスっていうのは体にかかると思うんですね。なので、そういった時には女性においても、やっぱりファスティングっていうものが、例えば普段から16時間とかのファスティングをしてるんであれば、12時間ぐらいに時間を下げるっていうこととかはすごい効果的だと思うんですね。で、あとは例えば、ケトジニックダイエットとかをして、ケトン体っていうのはすごい上がって、ケトーシスの状態に入るっていうところをすると、やっぱりすごいメリットっていうのもあると思うんですけれども、やっぱりその常にケトーシス状態っていうと、あまり良くないっていうところがやっぱあって、ケトーシスに入って、でもケトーシスから抜けて、入って抜けてっていうのを、繰り返すっていうぐらいのイメージでいいと思うんですね。常にケトーシスっていうのも疲れちゃうと思いますので、なのでそこにあんまりこだわる必要はないと思います。なので、例えば女性の生理の周期があるときとかは、16時間とか12時間とか。で、これはそのお話を聞いた感じですと、ご主人にも同じようなことが言えると思うんですね。ファスティングをするときにもちろんメリットあると思うんです。メリットあると思うんですけれども、ファスティングをする前の状態を見て、もう、俺もう疲れてんだよ、もう今、もうすでにとか、もうすごいもうイライラしてんだよとか、ストレス感じてるんだよっていう時は、そこから16時間、もしくは24時間、フルで断食をしようっていうのであれば、例えば12時間とかに留めておくっていうのでいいと思うんですね。12時間であれば誰でもできるレベルだと思いますので、そういったところでも、で、先ほどあったような、ケトジェニックダイエット以外の食生活、食事法、例えばそのより食物繊維だったりだとか、他の様々なその栄養素とかを含んだ食事プラン、栄養プランとかっていうのでやってみると、すごいいいのかもしれないなと思いました。はい、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。Alright, Karen ありがとうございます。はい。ではですね、ありがとうございます。ではですね、次の人のご質問に移りたいと思うんですけど、次が三上愛さんですね。三上愛さんのご質問ですけれども、三上さん、いらっしゃいます。ありがとうございます。はい、三上さんですね。ビーガンの人のヘルスコーチについて、タンパク質は何を食べればいいか、栄養素不足の対応を教えてくださいという質問ですね。Alright, the question about vegan. Yeah, all right. So, what kinds of food? Yeah, you do. I mean, one of the things that you need to be aware of on a vegan diet is obviously getting enough protein. So you can use plant-based protein foods, protein powders as well. You can get vegan protein powders that use things like pea protein or hemp protein or brown rice protein can be good. You can also as long as you're getting organic or good qualities, you can use tofu, tempeh, like soy-based protein foods as well, depending on the person. So, finding some really good vegan recipes and talking to them about how to get a wide range of foods is going to be really important for working with people on a vegan diet, because one of the things that happens a lot is they end up really eating a lot of carbohydrates. Like a lot of the time, it ends up being a lot of vegan processed foods or carbohydrates that ends up being, you can do a really healthy vegan diet or a really unhealthy vegan diet. So really focusing on whole foods and getting those proteins and healthy fats in too. ありがとうございます。So, Karen, I think you said for an example, but when you were talking about protein, like in a plant-based protein, you said pea protein, and I think you threw like maybe two other. What were they? Sorry, I forgot. No, that's okay. Example, but I think a lot of the protein powders are either pea protein, brown rice protein. You can get hemp. If you guys can get hemp protein, we get hemp protein powder here. That's another good plant. we can have two. Yeah. Cool. Or you cool. can get combos of this. I've actually got one that's like pea, brown rice, and cranberry protein. I didn't even know cranberries had protein, to be honest, but it's in this protein powder. Cool. OK, Yeah. OK. ありがとうございます。そうですね。すごい、これも大きな問題の一つだと思うんですよね。特にそのビーガンの方で、やっぱりそのビーガンっていうところでなるべく、やっぱりその野菜だったりだとか、本当にその植物性の食品っていうのが中心になっているところが、あると思うんですよね。そういった方でやっぱ起きる問題っていうのは、タンパク質をちゃんと取れているかどうか、タンパク質が不足してないか、まさにおっしゃる質問の通りだと思うんですね。で、まず一つとしてやっぱりお勧めできるのが、プロテインパウダーっていうのがありますね。プロテインパウダーっていうものを、そのスムージーとか、いろいろ入れてコーヒーとかでもいいと思うんですけど、飲むっていうことはできると思うんですけど、例えばそのプロテインパウダーで、例えばそのピープロテイン、
その豆から来るプロテインですね。ピープロテインっていうものですとか、もしくはそのヘンププロテイン。ヘンプなので、日本だと、朝ですかね。朝ですね。だと思うんですね。その、カタカナでヘンプって書いてるから、もうあると思うんですけど、ヘンププロテインだったりだとか、あとは、本当にブラウンライスですね。玄米から来るそのプロテインパウダーとか、日本でもそのあるかどうかわかりませんけれども、そういったのもあれば、そちらのものすべて植物性から来ているそのタンパク質になりますので、不足しているタンパク質を補うためのものとしては効果的だと思うんですね。で、オーストラリアでちょっと面白いのであるのが、その玄米と、あとそのヘンプ、朝と、あとクランベリーをミックスした、プロテインパウダーっていうのがあるらしいんですね。クランベリーにタンパク質が入ってるのかびっくりしたっていうところだったらしいんですけれども、そういうのも、もしくはミックスされたコンビネーションの、植物性のプロテインパウダーとかがあれば、そういうのも、ちょっとお好みに合わせて使うっていうのもいいと思うんですね。で、あとはそういったそのプロテインパウダーとかでなければ、例えばその食べ物ですよね。っていうのは、例えばその豆腐だったりだとか、あとtempehだったり、こういったその豆類っていうところから得られるそのタンパク質っていうものもその取るっていうのができるといいかなと思うんですね。ただですね、すごい、例えばそのプロテインパウダーなり、豆類なり、もしくはそのご友人なり、お知り合いのところで、そのビーガンの方がいて、そのビーガンレシピとか、そういったものをよく知っているようだとか、ビーガンレシピとかをシェアしているような人とかいるのであれば、そういったそのビーガンレシピっていうものを見てみて、そういったものから、こういったところからタンパク質も取れるよねとかっていうのを参考にするっていうのもいいと思うんですね。ただですね、問題なのが、このビーガンの方がよく陥りやすいミスなんですけれども、ビーガンでやっぱりそのタンパク質が足りないっていうふうになると、多くの方がやっぱ陥りやすいのが、ビーガンなんですけど、すごいその炭水化物のビーガン食品だったりだとか、ビーガンなんですけど、加工食品のビーガン食品だとか、そっちの方にやっぱり結構行ってしまって、なかなかビーガンのメリットを受けられなくて失敗してしまうケースだったり、あまり体調が良くならないケースっていうのがあると思うんですね。なので、先ほどからも言っているように、やっぱりそのビーガンで食生活をするときも、心がけるべきは、なるべくホールフーズですね。なるべくその加工されていない、生成されていない、生に近い状態のものから、ビーガンだったり、タンパク質を取るというところを心がけるというところ。そして、もう一つは良質な油、脂質も、ビーガンを食生活をするときには忘れずに、取るということがとても大切になるところになります。So then, you said the next part was like, what do I need when nutrient deficiencies? That's definitely something that you want to think about when you're recommending a vegan diet. I'd probably have somebody on a few kind of key supplements. One would be an omega-3 fatty acid supplements, but you can get a plant-based and algae-based one. So I would do that. So get an I always just say fish oil, but I really mean an omega-3 fatty acid supplement. A multivitamin. I get everybody on a multivitamin anyway when they're starting a new program. Something that might be good is B12. B vitamins are difficult to find in non-animal sources. And to be honest, when I was vegetarian, it was one of the things that I just constantly had to supplement, or I would get side effects from being deficient very, very quickly. It was interesting. So vitamin B12 or your B vitamin or a B complex. And then some other ones, vitamin D as well is probably a good one to supplement with. I'd watch their iron levels. A lot of women especially are low in iron anyway. Vegans have a much higher tendency. You might want to test before you supplement with iron. You know, you can over supplement with iron. So it's something that you just want to be aware of. And then zinc is another one that vegans often struggle to get enough of and is really important to have enough of. So I would add zinc in as a supplement as well as kind of like a base supplement list for a vegan diet. ありがとうございます。そして、今例えばそのプロテインパウダーだったり、どういったものから、そのタンパク質が取れるかというお話をしたんですけれども、もう一つとても大切なことは、ビーガンの方がですね、やっぱりある意味、ちょっとその食べれるものが限られるっていうところが起きたときに、起きるのが、そのタンパク質だけではなく、全体的なその栄養素の不足、欠乏っていうものが起きやすいっていうところがあると思うんですね。なので、そのサプリメントっていうところでも、いくつかその効果的なものをお伝えしたいと思います。で、一つ目がそのオメガ3の脂肪酸のサプリメント
トになります。オメガ3のものですね。で、これでですね、ビーガンじゃない方に関してはもちろんフィッシュオイルっていうふうにいつも私は言うんですけれども、今回に関してはそのビーガンの方が対象になっていますので、フィッシュオイルっていうものは当てはまらないと思うんですね。なので、例えば海に浮かぶその海藻とか藻っていうものがあると思うんですね。海藻だったり藻っていうものがあると思うんですけれども、そこから実はそのオメガ3の脂肪酸っていうのは取ることができるんですね。なので、その藻だったり海藻っていうものをから取れている、もしくはそのプラントベース、植物性をベースとしたオメガ3の脂肪酸っていうものが一つのサプリメントとしてお勧めができるというところがあります。で、二つ目がですね、ビタミン、ごめんなさい、マルチビタミンですね。マルチビタミンというものを結合しやすいところがあると思います。で、これビーガンの方に関わらず、VHC の中でいつも私たちが言っているところの基本的なところだと思うんですね。マルチビタミン、ビタミンミネラルっていうのはやっぱ不足しやすいところだと思いますので、マルチビタミンというものをもう一つ目にお勧めをしています。で、その中でもそのビタミン B 群ですね。特にそのビタミン B12 ですね。ビタミン B の12、ビタミン B、ビタミン B 群、ビタミン B12、このあたりっていうのがすごい、ビーガンの人には、欠乏しやすいところの一つになります。このあたりのですね、ビタミン B 群っていうものは、結構その動物だったり、からっていうのは結構やっぱその取れやすい、動物の体内とかからにはやっぱりその取れやすいものにはなるんですけれども、逆に、その植物性の食品だったりだとか、こういったそのプラントベース、っていうところからは、結構そのビタミン B 群っていうのは取りづらいっていうところがありますので、ビーガンをされている方に関しては特にこのビタミン B 群っていうものはすごいお勧めをしているというところになります。実は私自身もですね、以前、ビーガンの食生活をしていたということがありました。でそのなった時に、ある栄養素の欠乏が起きたんですね。でどんな欠乏だったかというと、今お伝えしたのはビタミン B 群の欠乏っていうのが起きました。エネルギーレベルが低下したりっていうのがありましたので、ビーガンの方には特にビタミン B 群のサプリメントがお勧めだというところがもう一つあります。で、もう一つがですね、鉄分ですね。鉄分値、そのビーガンされている方のその鉄分レベルっていうのがどれぐらいなのか、ちゃんとした正常値なのか、もしくは不足しているのか、このあたりもすごい見ることがとても大事になるかなと思います。特にですね、ビーガンに関わらず女性の方で多くの女性の方が、もともとその元来その鉄分が不足しているということがありますので、ビーガンに関わらず見ていただけた方がいいんですけれども、ビーガンの方は特に鉄分の不足しているっていうのは結構顕著になっていますので、ビーガンの方にはその鉄分、サプリメントからでもその取れるのであれば、お勧めした方がいいというところがあります。で、もう一つがですね、最後にお伝えするものが、亜鉛ですね。亜鉛のサプリメントになります。で、この亜鉛もですね、結構やっぱその女性で、特にまたビーガンの方、不足しがちになっているというところがありますので、亜鉛っていうのはやっぱりその十分に取っていただくとすごいいいと思いますので、亜鉛もお勧めしたいというところになります。Hopefully that helps. プロテインパウダーってホールフーズになりますかね？ホールフードのなるべく生に近い状態のっていう意味ですかね。じゃなくて、ホールフーズストアですか。丸ごとっていう、要はだから結構こだわる人って抽出物がもう NG って思う人たちがいるんです。特にローフードみたいなのをやってる方。その丸ごとっていうところでは、そのエキスとかだと抽出物だからっていう回答が返ってくることがあるので、そういうところで、タンパク質って、丸ごとタンパク質って、まあ、テンペとか納豆とか、丸ごとで考えると。で、そのプロテインに関しては、丸ごとではないのかなって思ったりしてみたんですけどね。まあ、ソイに関しては。あとはちょっとよくわかんないですけど、私も。プロテインパウダーに関してはやっぱホールフードってあるのかどうかってところですよね。はい。はいはいはい。Yeah, Karen, so I know like Whole Foods, the concept of whole food is so important. Yeah. Understandable. But when it comes to like protein powders, like would there be like any types of like whole food based protein powders? Because like for some vegan people, for them like since protein powders are already like extract from something, and so like because it's extract, oh, I can't take that kind of thing. And so I was just wondering like, so if it's like whole foods, then like natto or like tempeh or like tofu, things like that,
they work obviously, but if it's like, protein powders, then I was wondering like if there's like any types of like, whole food based protein powders out there. Yeah, definitely. I mean, just have a look at your ingredients list. You want to look for, just pea protein, maybe a natural sweetener. You could get some natural flavors, but you just want to really make sure that you're getting like a good ingredient list. And then, I mean, depending on what you count as whole foods, I mean, they're made from peas or made from, hemp. Just don't get one with all the added nasties. いや、ありがとうございます。そうですね。ホールフードベースのものっていうもので、その人の受け取り方によるかもしれないところがあると思うんですけれども、まず、ホールフードに近い状態というところですよね。っていうところで、っていうところで言うと、まずその成分表示っていうところ、使われている材料のリストを見るっていうところも一つだと思うんですけど、例えばそのピープロテイン、豆から来ているプロテインなのか、もしくは、ヘンププロテイン、朝から来ているものかとかあると思うんですけれども、そこを見たときに、そのプロテインをもちろんがベースになっているというか、まずそうなんですよね。もちろん粉末状にしているっていうところにあるんですけど、でもその下に、例えば天然である人工であるその甘味料が使われているとか、何々量が使われているとかってやっぱあるじゃないですか。ってなると、それってある意味もうホールフードではないんですね。ホールフードのコンセプトで言うと。ただ逆に、本当に例えば豆とか、もしくは、そういった朝だけってことは多分ないと思うんですけれども、そのリストを見て、やっぱりこれは本当になるべく生に近い状態だよねっていうところであれば、そこってのはやっぱりホールフードに近い状態のプロテインパウダーになるというところなんですよね。なので、そこをちょっと一つの指針として選んでいけるといいかなと思います。もちろんちょっと、これ明らかにも不健康な材料だよねっていうのはやっぱり避けるべきですね。We'll have to move on to the next question now, I think. But hopefully that helped. いや。ちょっとですね、三上さん、ちょっと時間の関係っていうところもありまして、次の方の質問に移らなきゃ、はい、ありがとうございます。参考になればというふうに願っています。はい。岡様ですね。岡様のご質問で、ちょっと今いらっしゃらないんですけれども、最後にクイックにご答えいただいてもよろしいでしょうか。お願いします。はい。So we'd like to move on to the next question. So this is actually the last question here. So this person is not here right now, but you can answer this question anyway. So this is about the number 10. Okay. Just answer then. COVID-19. Yes. Okay. So real quick. Let me read it real quick in Japanese. 今の職場にですね、昨年度 G を伝えたところ強く遺留されて退職できず仕事との両立に苦労していました。かなり事態は好転して時間的余裕ができつつあります。しかしCOVID-19 コロナウイルスですよね。次第で過重負担も予想されるため、彼はどのように多重課題を進めたのかアドバイスをお願いします。Yeah. Okay. Multiple tasks at the same time. I think we can all relate to that. So firstly, if you can, will this person have the whole recording? Because definitely the things I was talking about, time management. So manage energy, not time, batch tasks, write down all the tasks and really eliminate the ones that aren't income producing and plan the day before. All those that we talked about for that last question also are going to be really important for this person. Cool. ありがとうございます。そうですね。マルチタスクですよね。これもしなきゃいけない。本業があります。で、ヘルスコーチングもしたい。いわゆるそのマルチタスクっていうところになると思うんですけども、これはですね、この岡さんだけではなくて、すべての方に関わる質問だと思うんですよね。マルチタスクが難しい、時間が持てればっていうところってあると思うんですけれども、こちらの今日のですね、そのグルコンのグループコンサルティングの様子っていうのも録画をされて、皆さんにその期間限定でその配信される予定にはなっているわけですね。岡さんちょっと今いらっしゃってないですけれども、先ほどのですね、ちょっとその時間をうまく作り出すにはどうしたらいいですかっていうご質問された質問者の方がいらっしゃったと思います。で、その方にお伝えしたことがやっぱりですね、同じようなところになってくるんですけど、非常にこのマルチタスクをしていくために、私にとっても役に立ちましたし、皆さんにとってもお役に立てることだと思うんですね。なので、
先ほどお伝えしたところっていうのの、録画したものもやっぱり復習していただけると、お子さんにとってはいいと思うんですけど、そこでお伝えしていたことっていうのは、どうやってその時間だったり、そういった管理だったり、マネージメントっていうのをした方がいいのか、それ以上にどうやって自分のエネルギーレベルを上げることができるのか、こっちの方がやっぱりすごいプライオリティとしては高いんだよっていうお話をしたと思います。エネルギーレベルが高くなれば高くなるほど、生産性も上がっていくことによって、時間がないんじゃないか、時間が難しいんじゃないかっていうところが、もっともっと生産性が上がるので、より多くのことをしていくことができるということにつながるわけですね。なので、その時間のマネージメント管理が難しいっていうことを考える以上に、どうやってエネルギーを高められるかっていうことを考えていただけるといいと思います。で、先ほどもういくつかお伝えしたところ、そこも復習していただけるといいと思うんですけど、そのタスクとかっていうものを、例えばその月曜日はこれ、もしくは火曜日の時間、この時間はこれ、クライアントに連絡する、もしくは、こういったそのコンテンツ作成に当てる。そういったお話もしたと思います。それらのこともお役に立てると思いますし、もしくはその1週間ごとに、こういったそのプランニングをする、もしくはその、明日の計画を今日、終わる前にそのプラン計画する、そういったことも全部参考になると思いますので、そのあたりも参考にしてください。そして、何が私の収入にはアップしてないものなのか、そういったことをなるべく少なくしていく。そういったところも参考にしていただけるといいと思うんですね。Sorry, that's all. That's all right. So I've got a couple more tips for this person though. Yeah. So when this, if you especially have lots of competing priorities, really knowing where you spend your time. So doing that activity we talked about be really important. And then you want to break out those things into like income generating activities that you want to do, tasks that perhaps you can just take off your list altogether. And then ones that you can outsource, like maybe you really need to look at, especially if you've got another job, you might really need to look at actually hiring some help, whether that's a virtual assistant to help with some administration, or potentially even things like a cleaner or someone to take some of those other even household tasks so that you have more time to spend on your business. そうですね。そしてですね、もう一つその岡さんに関しては、その本業がありつつ、ヘルスコーチングをというところで、ちょっとお伝えできればと思うのはですね、そのまず収入源となっているところですよね。収入源となるような活動、っていうところに関しては、やっぱりそれっていうのはそのご自身の中においてはそのプライオリティの中でやっぱり高いものだと思うんですよね。だから本業もそうかもしれませんですし、ヘルスコーチングの方でクライアントを獲得をすることができていて、そこからも収入を得ることができている。この収入のプラスになっている部分っていうのは、ご自身のそのプランニングをするときの中でも、優先順位は高めるべきだと思うんですね。そこは岡さん自身が、力を入れてやっていただけるといいと思うんですね。で、先ほどお伝えしたようなところで、自分じゃなくてもできるよねっていうところだったり、そういったタスクっていうのはあると思います。で、そういったところに関してはどうやってそれをアウトソースできるのか。例えばそのいわゆる他のその外注のスタッフを雇ってだったりだとか、もしくはアルバイトなのか、いろんなその雇用形態っていうのはもう結構最近では存在しているわけなので、そういったこともできると思うんですね。ある意味、そのバーチャルスタッフだったり、バーチャルアシスタント、そういった人たちを、例えばその時給なのかだったりとか、もしくはそういったその単価によってとかいろいろあると思うんですね。それによって、ここはその他の人にやってもらったら効率が良いよねっていうこととかもあると思います。そういったところをできるんであれば、検討していただくっていうのがいいと思うんですね。もしくはこれはですね、例えばその本業に関わることに関する、例えばそのアシスタントが必要なのか、もしくはヘルスコーチングに関わるところで何かしらのスタッフとか何かしらの、外部のサポートが必要なのか、もしくはですね、例えばその家の中の、例えばそのクリーニングだったり、家事だったり、掃除だったり、そういったところも自分がしたら時間がすごくかかっちゃうんだけどと。で、これは他の人にお金を払ってお願いした方がもっと効率がいいよねっていうこととかあれば、それも検討するっていうのもいいと思うんですね。And just another thing that really helped me when I had lots of things on the go was I teamed up with another health coach to create programs. So that's something else. If you're really short on time, you've got lots of different priorities, you could team up with another health coach and make a program together, because then you're just doing half the work to create the content. You team up. It made me be able to create some programs a lot faster than I would have by myself.
そしてもう一つお伝えしたいのがですね、そのチームとして働くっていうところだったり、仲間だったり、パートナーと協力をしてやるっていうところもいいと思います。これはですね、先ほどお伝えした、例えばその外部のスタッフを雇ったりだとか、っていうところや本当にそのパートナー的なところに意味合いになるかもしれないと思うんですね。っていうのは私がですね、ヘルスコーチとして、こういったその様々なプログラムを始めてみたいとかやってみたいってなった時に、でも時間がない、時間が難しいっていう時に、すごい役に立ったことがあります。それこそがまさに今お伝えしているような、その仲間と一緒に協力をしてやるっていうところだったんですね。で、これはですね、本当にですね、例えばじゃあこのプログラムを私と〇〇さんに一緒にやろうよってなった時には、もうすごい時間っていうところに関しては本当に役に立つんですね。っていうのは、私だけでこのプログラム全体を作っていこうっていうところに関して、というと、やっぱ全部自分たちしてやんなきゃいけないんですけど、私ともう一人でパートナーでやるってなった時には、このコンテンツの半分の部分は私でいいよね。半分はあなたがやってくれるよねっていう形で、お互いのその時間っていう半分も、やるその分量っていうのも減りますので、そういったこともすごい参考になるんじゃないかなと思います。Awesome. Well, that I think is our time. I really hope that that was helpful. I know it moves really fast, and I do acknowledge that we are 8 minutes over. So I really appreciate you guys staying a little bit later so we could finish that last question. はい、というところでですね、皆さん、一応ですね、今回いただいている質問をすべてお答えさせていただいたんですけれども、本当にですね、今日いただいた質問、そしてこのグループコンサルティングがですね、皆さんの少しでもお役に立ってればというところを心から願っています。で、1人8分というところだったんですけれども、間違いなく何人かの方に関してはちょっと時間をオーバーしてしまったというところで、今その結果的にですね、数分ちょっとオーバーしてしまっていて、最後に皆さん本当に残ってくださっていて、心から感謝していますし、ちょっと時間をオーバーしてしまって申し訳なかったんですけれども、本当にですね、少しでも皆さんのお役に立っていることを心から願っています。And remember, take imperfect action as number one. And number two, that what we do actually does change lives. It saves lives. These are people's family members. It's such important work, what you guys do. So anytime you feel scared, remember imperfect action. It's about the other person. You're actually changing their life. そうですね。そして最後に皆さんにお伝えしたいことはあります。2つあるんですけど、1つ目、これはですね、インパーフェクトアクションなわけですよね。いつもお伝えしてますけれども、本当にですね、この不完全な行動、完璧ではなくても、究極で、完全ではなくても、まずはですね、不完全になっても行動するということがとても大切だというところがあるわけですね。皆さんがその行動をするときに、ちょっとその気が乗らないとき、不安なときあるかもしれません。でも、完璧ではなくてもいいからと、不完全になってもいいから、まずは、この不完全な行動を取ることがとても大切だというところを忘れないでください。そして2番目、これは何なのかというと、皆さんは本当にヘルスコーチとして世界を変えている人たちだということを忘れないでください。本当に皆さんがですね、この伝えているこのメッセージというのは人々の人生の真の意味で、こういったその健康だったり人生っていうものを変えるメッセージになっているわけですよね。なので、ぜひですね、そういったことを理解して、本当に世に出てですね、本当にこのメッセージを一人でも多くの方にお伝えすることによって、一人でも多くの人の世界の変える働きっていうのをしていただけるといいと思うんですね。インパーフェクトアクション、不完全な行動を取ること。そして、もしそういった時に行き詰まってしまった時は、ぜひ2つ目のことを思い出してください。あなた、私がやっていることは世界を変えているんだと。人々の健康や人生を変えているんだということをよく理解してですね、行動していただけるといいかなと思います。All right, I'm going to have dinner. You guys all make sure you get a good night's sleep, and I'll see you next time. Bye, guys. では私はですね、これからその晩ご飯、ディナーを食べたいと思いますので、皆さんもいい睡眠をとってくださいね。次回またお会いしましょう。本当に皆さん今日はありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。Good night, guys. Thank you, Karen. Bye. ありがとうございました。はい、それでは皆さん、今日ですね、本当にタイトな時間の中で一生懸命、木原さんも、彼も皆さんの、ご質問にですね、向き合って回答してくださいました。で、そこで皆さんにはですね、今日学んだことを、ぜひまた明日までにですね、またグループチャットのワークの方に、投稿していただきたいと思います。そして今からですね、また、アンケートを、お配りします。リンクと、それから QR コードの方をお見せしますので、こちらの方に、入っていただきまして、この後終わりましたらば、こちらの方もご回答お願いしたいと思います。はい、皆さん、では、はい、こちらですね。では、お入りいただいて、お入りいただいたところで今日はね、終了とさせていただきたいと思います。大丈夫でしょうか。リンクはゲットできましたでしょうか。よろしいでしょうか。
はい、それでは今日はですね、本当にちょっとね、時間オーバーしてしまって本当に申し訳なかったんですが、はい、皆さんのお役に立てた、グループコンサルであったことを願います。ではまた、グループチャットワークの方でもですね、皆さんのご成長を、もうみんな見守っておりますので、どんどん、ご投稿してください。どうぞよろしくお願いします。では今後ともどうぞよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。